チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞いておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様お集まりいただきありがとうございます。本日は高市は疑惑から逃げ切るような気がするカラスマフリートーク第16回ということで、時事雑談では取り上げられなかった日本にはびこるありとあらゆる問題について話したいと思います。こちらの事情を申し上げますと、昨日は使用の準備もあって3時半頃まで起きていました。そのため有料記事のニュースなど詳しく確認できておりませんが、その分ライブ感のある内容にしようと思います。よろしくお願いします。はい。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。あと配信チャット欄、コメント欄、ルールの、差別禁止などのルールをお守りください。はい、ということでですね。はい。小田原風花さん、タイムさん、しょうがさん、ミニラトルさん、道の海賊さん、無欲さん、サパタさん、悲しみさん、ナミさん、ラートンさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そして、アンケートに答えていただいた方、ありがとうございます。いやー、もう、安倍晋三超えが完全に見えてきましたね。いやー、ここまでひどいと思わなかったですよね。はい、戦後憲政史上最悪を更新しつつですね、まあただアンケートに全部がないのは不備があるということでですね、はい、まあ他の方を選ぶ方もいるかもしれません。政治家としては麻生太郎だけど総理大臣としては高市早苗というですねただ竹中平蔵まで含めたら小泉の方が上かもしれないですね。高市以外をリアルタイムで生きていないのでわからないということで、いや、わかんないですよね。わからなくていいと思います。はい。皆さん、ですね、若い世代の方の未来のために頑張りましょう。はい。ということで、配信早速やっていきたいと思っているんですが、まずちょっとですね、矢継ぎ早というか、パッとお知らせの方ですね、していきたいと思います。はい、安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講とご家族へのケアの提供を求めます。2203筆いきました。おー、素晴らしい。
ということで、カラスマラジオリスナーの生姜様が作ってくださいました、アンケートじゃない、すいません、署名なんですけれども、結構いってます。カラスマラジオの登録者数を超えましたね。おめでとうございます。ということで、ただまだまだ足りないんでね、1万筆いくまでですね、頑張りましょう。ということで、拡散の方よろしくお願いいたします。質の高い位置、量の阿部、構造の小泉、場外乱闘の麻生ということで、確かに悪質性の質がちょっと違いますね、それぞれね。毎度ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ケース行くまで頑張りましょう。はい、ですね。で、参考状況なんですけれども、ちょっとなんか週刊文春さんもですね、安倍晋之助批判をしだしているようでして、安倍晋之助氏の代理人弁護士はダウンタウン松本人志氏の代理人弁護士と同じ人だそうです。マジいやー、わざわざそんな評判悪そうな人選ばなくてよくないですかなんでそうなるんでしょうね。あとですね、能町みね子さんという方が、文春の連載してるんですけども、安倍晋之助復帰署名13万筆を立ち上げた人は、けなげな長年の巨人ファンなどではなく、朝鮮学校へのヘイトなどを X で気軽に投げかけるタイプの悪質な大学生であることが明らかになったそうです。証明についてはですね、能町さんの記事を読んで、信憑性があるかどうか確かめてください。私は確定事実としてはコメントいたしません。はい。いやー、ひどいね。っていうか、同じアカウントで書いてんのかよって、ありえないだろっていう。新アカウントぐらい作れよっていうですね。はい。スクショを取られてしまっているので、ヘイトスピーチを、同じですね、アカウントで投稿してたことは確定ですね。はい。ですね。ゆうこさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。一ノ瀬さんはコンカラスです。弁護士マジか知らなかったらって。いや、弁護士もこの本人の行動も驚きに満ち溢れてますよ。何なんだこいつマジで。安倍晋之助ファンじゃないんじゃないですか、もしかして。ただの右翼の人なんじゃないですかっていう、疑惑が出てきてますね。はい。ですね、昨日あたりから勢いが復活してきて、文春の記事の追い風を受けたのかと思いますということでですね、皆さんも署名のご協力よろしくお願いします。大学生のヘイターが目立つっていうですね、いや、なんか若い方の意見真っ二つに分かれてる感じがしますね。はい。それはね、どこの国とも変わらないのかなという感じもしますが、はい。ですね、ヘイトスピーチは誰であろうと良くないので、頑張りましょう。ですね、6月7日まで最高裁判時に同性婚にイエスの声を届けようということで、こちらもですね、ちょっと3万3000筆になっちゃってるんで、もうちょっとですね、もっと足りないでしょう。はい。もっと行きましょうということで、ぜひともですね、最後まで拡散の方よろしくお願いいたします。あとですね、明日の1時から4時半は、東京都南区の西安デレ協会にて第7回難民移民フェスが開催されます。私は行けませんが、毎回すごく盛り上がるそうなのでですね、難民の方々の問題に関心のある、難民の方々の問題っていうか日本の入管の問題なんだけど、に関心のある方はぜひ、ご検討よろしくお願いします。はい。ですね、ドラさん、ここからです。予算委員会で個人情報保護法改正で閣議決定の前に懸念点を聞いていないと答弁していた方が誹謗中傷よりやばいと感じますね。いや、あれも相当来てますよね。はい。個人情報保護法については私の動画、パランティアについての動画出したのでよかったら見てください。ケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。同性婚の元々の署名とは違う署名なんで、多分、最初からね、ゼロからスタートしてるんですよね。何日からやったんだったっけな。1ヶ月ぐらい前からやってるはずなんですけれども、はい、1回リセットされてると思います。はい、皆さん署名しましょう。そして、6月19日、ちょっとブラウザがね、広告ブロックする設定になってるので画像出てませんが、NO 憲法を変えるのは6月15日国会前行動ということで、また、19日にですね、国会正門前に集まるそうです。はい、行ける方は皆さんよかったら行動してください。はい、行けない方も配信などで連帯しましょう。いきなりアンケートあってびっくりしたけど迷わずポチッとなってありがとうございます。
ざいます。ですね。あとですね、関連してというか、ちょっとディスコードの方でですね、入ってない人はごめんなさいなんですけど、今月プライド月間ということで、来週6月12日の夜はですね、ディスコードメンバーの方と、カラスマトークスペースの特別編、プライド月間に話したいこと、伝えたいこと、仮というのをやろうかと思っております。LGBTQ+ に関することについて、当事者の方、アライの方を問わず話してみたいことある方は募集してます。もちろん、ご自身のアイデンティティとか個人的な事情を明かす必要がありませんので、10分とか15分とかね、カラスマとなんか喋りたいとか、ここで物申したいという人は、ぜひともご検討のほどよろしくお願いいたします。私の、ディスコードからですね、募集できますので、よろしくお願いします。八坊生さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ちょっといきなりお知らせ多めになっちゃったんですけれども、皆さんね、フリートークといってもですね、このためにというか、サムネのために来ていると思いますので、まずはですね、はい、高市総理大変侵害確認しようがない中傷動画音声データめぐり激しい応酬ということで、国会でですね、例の問題がついに、紛糾しておりますので、ちょっと、我慢してというか、2、3分、ちょっと、FNN でフジテレビ系なんですけどね、多分高市さんを擁護しようとして、かなり激しい内容になってるので、ちょっと同時視聴したいと思います。よろしくお願いします。総理の秘書と松井さんは関係があったということになります。総理がこれまで説明したことと国会で説明したことと異なってきます。きちんと確認していただけましたでしょうか。一方の高市総理も語気を強め、あくまでも週刊誌の記事が正しい、私の答弁が、間違っている、そういう印象操作をされてますけど、大変心外です。中でも一番の焦点が、週刊文春が昨日オンラインで有料公開した動画作成者と高市氏の公設第一秘書のズーム会議とされる音声が本当に秘書の声かどうかです。昨日、有料会員でないので音声を確認できないとする総理に、野党側は文春の許可を得ていると追及。そのやり取りから一夜、委員会室に入ってきた総理は何度も瞬きをし、顔にハンカチを当てるなどやや疲れの色もにじんでいました。そして総理に音声データを聞いてもらうように事前レクでお願いをしているところです。こちらはお聞きいただけましたか。高市内閣総理大臣。注目のその答弁は、動画を、昨夜遅く確認をいたしました。今日の参院予算委員会、高市氏陣営が中傷動画の投稿をしたとする報道をめぐり、週刊文春が公開した音声が秘書本人のものかを問われた総理は、内閣総理大臣。動画を、昨夜遅く確認をいたしました。で、昨日文字起こしで確認したものと内容は同じでしたが、内容は広く国民の声を聞くためにはどうしたらいいかと、いったものでございました。だからそれをちゃんと聞かせていただきました。音声が秘書本人かを明言しない総理に、野党側は内容ではなくて公設秘書の声かどうかというのをお聞きしているんです。これは本人にも確認したかどうかお聞きします。高市内閣総理大臣。まず秘書本人かどうか、ような音声をもとに判断することは難しいございます。途中で今お聞きになったかどうか分かりませんが、途中で登場する AI 早苗という音声ですが、それは明らかに私の声でしたが、私の発言や発音と違います。で、秘書のものとされた音声も私と会話している時よりもかなり高い声でハキハキと喋っていったので違和感がありました。これはどう考えてもですね、確認のしようがございません。秘書とされる人物の声が普段より高いことに加え、自らの声を利用した AI 早苗の音声が含まれていたことも指摘。違和感があり真偽を確認できないとしたのです。総理はさらに中傷動画の作成者と報道される人物について、私も、秘書もお会いしたこともございません。名刺を交換したこともありません。本名かどうかもわからないその松井さんという人とうちの秘書、どちらが信憑性があるかといったら、私は長年、一緒に働いた、秘書を、信じます。対立候補を批判したり、他党の、候補者に対してですね、人格を批判したり、そういったことは決して私はやりませんし、私の秘書も陣営もやりません。長年の私の政治スタイルである矜持でございます。語気を強め、報道の内容を繰り返し否定する総理に、立憲民主党塩村議員からは、やっぱりちょっと違和感があるんですね。なぜならば私も何度も週刊誌には書かれたことがございます。その時に私が取った対応は弁護士とともに事実と違うという内容を適時してですね、週刊誌に抗議をしております。今回の報道に抗議をしないのかと問われた総理。今私は日本国を背負って国家経営に取り組んでおります。本当にそういうことに時間を使っている時間は暇はない、そういう思いでございます。はい。という感じなんですけれども、
そこまで言っといてやることが国旗損壊罪の設定とかなんですか？いやー、すごいですね。新手の言い訳、AI で使った音声かもしれないから確認しようがない。いや、確かに、X の動画などについては、それは正しいです。私も一度引っかかったことがありますので、お恥ずかしながらですね、今の動画よくできていますので、AI 動画かどうか確認するのは大事なことだと思いますが、AI 動画なわけないでしょこの状況で。どうなってんのっていうか、まあ、このような状況ですね。いや、すごいな。もうちょっとなんか、いや、個別の質問には回答できないとか、そういう官僚答弁でダマくらかすつもりなのかなと思ったんですけど、なんかドストレートにすごい剣幕で否定してきたので、ちょっとビビりましたね。まあ、これが高市さんなんだなと思いました。はい。アクエリアスヨッチャーさん、スイーズさん、伊沢さん、コンカラスです。安倍に学んだか印象操作って言いますよね。まあなんか印象操作とかね、自分が批判されてかわいそうでしょみたいな、まあ、フジテレビもそれに多少乗っかってる感じはあるんですけど、正直、今回に限っては、逆効果ではないかと思います。むしろ、激高してなんかね、激しくまくし立ててるような印象を与えてますよね、この報道が。はい。正門鑑定するかっていうか、正門鑑定してると思うんだよね。文春側はね、すでに。松井さんですか？本人に確認しましたかに答えないんですよね。そう。だから一番大事なところに答えてないんですよ。本人に確認したかって言ったら、なんか夜中の3時半に叩き起こしてですね、師匠に確認したみたいなことも言っていたんですけれども、いや、だから秘書本人に確認したって、それは秘書さんは否定してるに決まってるんだから、確認にならないでしょって、確認っていう言葉の意味分かってますかっていう。問い詰めなきゃいけないですよね。だから高市さんだって騙されてるかもしれないんだから、本来だったら問い詰めなきゃいけないんだけど、まあ全然そういった行動をしないでですね、秘書本人かどうかも音声からは分からないじゃないかっていう、電話口の声は高くなるものだと思いますが、高い声だから秘書本人かどうか分からないみたいな、ことを言ってるわけなんですよね。いやー、もちろんですね、これだけをもとに高市さんが本当に関わってるかというと、まあ高市さんはともかく、まあ木下さんのね、映像が今回明らかになったわけですから、そこの辺はわかりませんし、まあ正直ね、中傷動画っていうだけだとおそらく逃げ切る気じゃないかなと私は思ってます。まあタイトルにも書けましたけど、はい。私はやらないけど手下にやらせてるんです。そんな法律いらないだろ。王朝末期ですね。もはや動画出すしかあるまいという。文春の方はね、なんか少し今出してる小出しにしてるみたいですね。小泉純一郎が郵政民営化のみに執着したのと同様、高市さんは会見や国家情報局など国体強化にしか関心がないのでしょう。まあそうですよね。彼女の行動を見てればその明らかだと思います。枝豆家庭連合さん、ここからです日本標語化計画。秘書が勝手にやったが、今度は AI が勝手にやったりなるのかというですね。はい。秘書が悪いではなかったらですね、AI 早苗がやったんだというですね、私が言ったんじゃないみたいな。まあ、高市さんは今のところ動画に出てきてないんだから、わざわざこんな言い訳をする必要もないんだけれども、なんかかえってやっぱり墓穴を掘ってる感がありますよね。そもそも AI フェイクなのなら捏造と名誉毀損で訴えればいいのになぜね、塩村さんが言うようにそれをしないのかということですよね。はい。20年も一緒にいたらその人の電話口の話ぐらいわかるんじゃないのかと。昨日の山添答弁でもいろいろ踏み込んでたけど、あくまで逃げる姿勢。そうですね、山添さんの追及も鋭かったので、はい、ちょっと今回内容がね、ほぼ同じだったので取り上げませんが、よかったら検索してみてください。さすがに脱皮をやった自民党だからそこら辺は巧妙に隠して逃げ切るつもりだと。連座性があるので意地でも秘書含めて否定しなきゃいけない。そうなんですよね。木下さんが使われると高市さんさすがに総理辞めなきゃいけなくなるので、まあ連座性なんでね、はい。追い詰められていると思いますが、しかし NHK ニュースのこのヘッドライン、高市首相中傷動画報道の関連音声動画作成やり取りでないと。いやーなんか美しいですね。なんか芸術の域に達した気がします。サムネ表示されてないからよくわかんないかもしれないけど、NHK さ、いやまあ写真はこんな感じなんだけど、だから動画作成のやり取りかどうかってここの論点じゃないですよね。実際に松井さんと面識がない秘書さんも高市さんも面識がないって言ったのに、ズーム会議で何十分も話し込んでたから、いやちょっとおかしいんじゃないかっていう話になってるっていう話ですよね。だから動画作成のやり取りではないっていうすごいですよね。
いやーなんかですね、大日本帝国のやっぱり大本営芸術というのはこういうものだったんだなと思います。はい。X のひむつびさん、コカラスです。総理ではなく議員辞職ですっていうね、はい。さっさと本当辞職してほしいところなんですけれども、国営放送局はさ、安倍さんもだがとにかく否定しまくれば逃げ切れるとまあ思ってるでしょうね。絶対そのつもりでいると思います。いやでも本当ね、マスメディアが仕事放棄してなかったらできないはずなんですよね。はい。文春は動画作成音声とその動画で2度美味しいっていうですね。まあもちろん文春は商売でやっているので、はい。まあ絶対勝てる自信があるからやっていると思うんですが、ただ文春動画だけを元にやるにはちょっと足りないところがあって、まあそれをね、ちょっと今から話そうと思うんですけど、いや、ほんと体制抑散報道ですよね。ズーム会議の映像は文春は持っているだろうという話ですね。ここまで大きな問題だっているより、高市さん、なんと第三者の調査を区切ってしまうという、第三者を入れて調べるの意味がわかりません。私の事務所の中で名前が出た秘書にしっかりと聞きました。木下さんって言えばいいのに。そして名前が出ていない秘書にも事務所の業務のパソコンを調べてもらいましたという。まあ、これもね、同じ議員さんの質問なんですけど、これもね、なんかすごい、岸議員の質問なんですけど、すごい勢いでね、否定しているんですけれども、だから第三者調査の意味が分かってないですよね。第三者じゃないじゃん。高市さんの秘書がやったことについて、高市さんの秘書に調べさせたら、第三者調査とは言わないでしょ。いや、ほんと斎藤元彦化してますよね。第三者の調査の意味が分かってないのかと思われます。はい。ですね。文春が一番ジャーナリストとしての矜持があるのは本当に異様な事態ですね。タブロイド紙ですからね、文春って。本当に。辺野古の報道は正直ろくでもないと思います。業務のパソコンといっても LINE はスマホでやっているのではないでしょうか。いや、スマホとだからシグナルでやってるって言ってるのにね。PC 調べても意味ないでしょ。スマホを探せ、スマホっていうね。闇金牛島くんとかでも基本ですよね。基本反社の人がなんかしてたらスマホを見るんですよ、スマホを。自民党は自分たちのために民主主義を生贄にするつもりなのかっていうね。いやー、そうですね。若年層の人はさすがにドン引きし始めているようですね。だからまあ、こうやって派手に報道すること自体はいいことなんだけど、NHK は本当いい加減にしてほしいと思います。はい。そしてですね、まあ、ついでにこすっておくと、なんか3月の日米首脳会談で自衛隊派遣を協議したことをポロッとこぼしたそうです。3ヶ月後かよっていう。まあ、さすがに実現を諦めてくれたっていうことなのかなと前向きに捉えたいところですが、やっぱりホルムズ海峡への自衛隊派遣をトランプに相談してたそうです。いや、ほんとね、ほんと議員辞職してほしい。いや、だから、艦船派遣する気だったってことでしょ、これ。そうとしか解釈しようがないですよね。他にどんな解釈があるのか聞きたいですけどね。いやー、そう、羽交い締めのね、今井孝也さんっていう、だから安倍晋三さんの右腕みたいなことやってた人が激怒して、高市さん何考えてんだみたいなことを言ったという噂があるんですけれども。いやーもうなんかね、何が右で何が左だか分かんないですよね。まあ、今井さんはさすがにね、日本が戦争になる巻き込まれるっていうことで、まあ、対イランの戦争になってたかもしれないじゃないですか、そんなことしたら。真面目に。だからね、さすがにやめさせたんだと思いますけれども、はい。いやー、本当に。なんてことしてくれるんじゃっていう。憲法を守れない総理って何なんでしょうか。まあ最初からずっとそうなんだけどね。ホルムズ海峡派遣は改憲派の中ですら憲法反対で意見が割れているというですね。まあさすがにだって国民民主とかもドン引きしてたでしょ。あんなイスラエルシンパの人たちでさえね、いやちょっとみたいなこと言ってたんだから、それ今井さんが正しいですよ。今井は右翼ですけど、まあやっぱりね、さすがにとんでもないことになることぐらいは理解してたってことですよね。うん。そう、だからこういうことをトランプの前でカッコつけて言った手前、イランと協議したくないんでしょうね。はい。本当で独裁者政治やめてほしい。トランプもだけど。いやー、この総理のせいで戦争加担とかありえないですわ。派遣してたら大騒動ですよ。NF100 さん、アコカラスです。来ていただいてありがとうございます。動画で自民党の改憲草案を好きだとはっきり言ってましたしね。はい。あれは動画の証拠がありますし、本人も否定してないですね。はい。まあ、ただね、まあ、今更なんですけど、やっぱりですね、彼らが、
いわゆる高市支持者の人とか右翼の人たちがやってたことはアストロターフィングだということが改めて明らかになったと思うので、まあこれ昔の記事なんですけれども、参政党が躍進とかした時にね書かれた記事ですね。よかったら後でリンク集作っとくんで紹介しておきます。まあイーロン・マスクのこのポーズもねだいぶ忘れられてきてしまったと思いますが、アストロターフィングって何かっていうと、米国で市販されてる人工芝の名前です。全世界のアリーナや競技場でアストロターフの人工芝が使用されており、芝から転じて人工物、人為的に作り出した自然発生でないものの意味に使われています。民意が本当の草の根から立ち上がるのならいいんです。そうでなく特定の団体、政党や企業などが人工芝的に、つまり作為的、人為的でも見かけ的には草の根を装って情報を発信することをアストロターフィングと呼びますと。はい。はい、以上です。まあ生成 AI とかね、ボットとかを使ったアストロターフィングのテクニックは問題だと、まあナチズム的だというような批判の内容なんですけれども、まあ参政党から私ずっと言ってたんですけどね、草の根運動じゃないですよ、あれはって。一種の、その、上からの、ですね、草の根運動というか、まあ上の人間が金を出して下の人間に何かやらせてるみたいな構図なんですよ。まあ参政党もそうだし、まあ他のね、右翼系の政党、まあ維新なんかもそうですし、まあ自民党も今回そうだっていうことですよね。はい。だから結局まあ利益誘導を目的とした勢力が上にいて、もちろん自主的にね、高市さんを持ち上げる動画とか作ってお金を稼いでた人はたくさんいたと思うんですけど、それもまあ一種の動員ですよね。金儲けのためにやってるわけで、思想とか信念があってね、私みたいにね、売れないのにね、なんか一生懸命左翼っぽいこと言ってるわけじゃないですから自分のイデオロギーとか信念があるわけじゃないんですよ。だから、まあ、アストロターフィングっていうか、名前にターフっていう文字が入ってるけど、なんかね、トランプの流すデマを信じてね、トランスジェンダーの人たちに対する誹謗中傷とか書き込んでる人もそうだけど、本人たちはね、草の根運動のつもりなんだと思うんですけど、実際は上からコントロールされてるだけっていうのが、まあ、アストロターフィングっていうものになりますね。はい。ということですね。宇野茂樹先生は自民党は保守とは呼べない。現行の憲法の根底を変えようとする勢力は保守ではない。まあ、すでにもう保守政党をからぐりしてて極右ポピュリズムになっちゃいましたよね。アストロターフィングやるのはね、右翼ポピュリストしかいないから。大体は。はい。反動的会計層は本当ひどいですよね。3月の時には何て言ってましたっけ？草の根と人工芝をかけてるんですね。まあうまい言葉ですよね。いや本当ね、極右はやること似てますよ。まあメローニもそういうところあるけど、まあまだマシな方だと言われてますけど、彼女は。ですね。まあでもハンガリーのオルバーンもまあ今ようやく退陣したけどやってたし、まあエルドアンは極右とはちょっと毛色違うけど、エルドアンもやってるしっていうですね。はい。アストロターフィングは CIA の指示だまあでも日本だと本当にあり得るからね。ロシア製草の根運動。まあそうですね。ただロシアとか AFD とかね、参政党はロシア製のね、ボットを使ってると言われてますよね。金儲けのためにネットより落ちたショート動画支持者とかまさに草の根運動というのに人工芝運動というのは前からあった。そうですね。最近出てきた用語ではないと思います。昔からある用語ですけど、まあ改めて注目されてるっていうことですかね。はい。安倍田さん、ここからです。日本やソ連の完成労組みたいなのかまあ確かにあれもアストロターフィングか。はい。ただですね、まあ専門家の人が何人か結構指摘してるんですけど、私は高市さんはまあ逃げ切る気でいると思ってるし、逃げ切っちゃうんじゃないかとこのままだとね思ってます。まあそれがタイトルの理由なんですけど、郷原信夫先生いつものですねですね斉藤元彦とかも追求してたですね、郷原先生ですけど、これ詳しく解説してくださってます。高市陣営中傷動画問題犯罪成立の可能性を徹底検証ということで、いけるって中傷が事実であればね、当然違法のはずだという、まあ当然公職選挙法違反ではあります。公職選挙法違反ではあるんですけど、
ですね、斉藤元彦の例を見ればわかるように、日本ではですね、権力者が公職選挙法違反を犯していても、なぜか逮捕されないという、状況になってるわけですよ。だから、斉藤ごときで逮捕されないわけですから、高市さんはね、もちろん、不逮捕特権もあるので、逮捕できないと思います。で、いくらだから、木下さんは逮捕できるけど、木下さんを逮捕したところで、最悪やめないかもしれないわけですね。で、郷原先生の、解説はですね、中道に対する誹謗中傷動画っていうのは、今はね、もちろん当事者である中道とか立憲とかはひどい目に遭ってるので、相当な怒りを持って追及してくれるとは思うんですけど、これはですね、235条っていう法案の違反に条文の違反になるんですけど、これは虚偽事項を公表する犯罪であると。つまり事実等が真実ではなかったというだけでは足りず、積極的に虚偽、いわゆる真実に符合していないことを認識した上で公表した場合でなければ虚偽事項公表罪には問えないものと解されている。本件で文春等が報じている衆院選によると、中傷動画は、中道に対するものですが、プロのクレーマー、息を吐くように嘘をつく、決断から逃げ続ける、権力を握れば行き過ぎた労働規制が復活し、日本の経済成長は完全にストップ。いや、それ高市さんのことではっていう感じだけど、誹謗中傷ではあると思います。誹謗中傷なんだけど、指摘が抽象的であり、将来のことであったり、評価に過ぎないものっていうのは、抽象だけども、虚偽であるかっていうと、単なる高市さんとか木下さんの意見に過ぎないというふうに、公弁できるわけですよね。だから、こういうものを持って、ですね、虚偽事項公表罪みたいなこと、デマを流しただろ、お前は、みたいなことを追求するのは、ちょっと苦しいと思います。はい。だから、ここまで言ってもですね、例えば法廷で木下さんがこれで追い詰められたとしても、ギリギリ逃げおせる可能性があるし、実際ですね、斉藤などは逃げおせてしまってるので、ちょっと厳しいんじゃないかなという話ですね。はい。今日も人工芝に分かれていく自称リベラルたち。出直し選挙すればいいんだって本当に形骸化してますよね。いや、本当自爆選挙もあり得るからね。毎回この手の不祥事が出てもうやむやで終わってしまうというですね。逆に支持率アップもあり得るのだ。ですね。参考になるとな、これいずれ反撃するときに参考にできるかどうか。確かに虚偽ではないけど、これを許してたら何も信じられなくなりそうですけどね。いや、本当にね、だからそもそも選挙中にこれをやることが犯罪は犯罪なんだけど、逮捕されなくても良識で考えればダメなので民主的に追放できればいいんですけれども、それこそ斉藤ですら無理だったので厳しいとこですよね。そうなんですよ。だから斉藤の追放にね、今のところ成功できていないので残念ながら、はい。やっぱりね、高市さんほどの権力者となるとやっぱり難しいだろうというのが大方の見方ですね。ただし、一点だけ、今回斉藤元彦でさえ絶対やらなかったことがあって、何かというと、中傷動画を拡散したこと自体よりも松井健という第三者が選挙に関わり、それが何らかの巨額の見返りを得ることを目的としていた場合の犯罪の成否だからこれ某さん斉藤元彦に協力していた社長さんいるじゃないですか。広告会社の広告代理店の彼女がノートを書いて、それでね公選法違反が明らかになっていろいろあったわけですけれども、結局逮捕まではいかなかったですけど、メルチュレベルの話じゃないんですよ。当選を目的もしくは、氏名または氏名ない目的を持って選挙人または選挙運動者に対して金銭等の財産的利益の供与をしたときはこれ問答無用でですね犯罪になるので、約束しただけでも犯罪なんですよ。で、松井さんってノーボーダーニュースで、木下とのやり取りは事実であるとした上で、具体的な指示があったわけではなく、私自身が動画を作成した、総裁選の時に高市さんと進次郎さんが競っている時に高市さんの動画が回らなかったということで、選挙の1週間前に支援要請があったっていうところまでは言ってるわけなんですよね。で、その後松井さんもなんか怖くなったのか、高市さんに忖度してるのか、なんかはぐらかした答弁を言ってるわけですけど、多分自分が逮捕される可能性をね、考えてんじゃないかと思うんですよ。なぜかというと、早苗トークンの問題があるからですね。だから、早苗トークン問題って、正直、大きな証拠がなかったし、なかなかね、高市さんと木下さんにね、完全につながる証拠っていうのが今まで出てきてなかったから、私もあんまり積極的に取り上げてこなかったんですけど、これが事実だとすると、
と、早苗トークンの販売にかかる巨額の見返りを目的とした松井健が、そのアピールとしてですね、利益供与を目的に木下さんに近づき、木下さんに大量の中傷動画を売りつけたという事件になるので、はい、これは木下さん逮捕できると思います。松井健も逮捕されるけどね。はい。だからね、ここで攻めないと、正直ね、いいとこまでいけないんじゃないかっていうのが、まあ、郷原先生のね、見解ですね。で、私もそう思います。多分やっぱり金のやり取りというのをですね、前面に押し出して追求した方がいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、椿さん、ここからです。実際問題、膵臓害云々で、はい。ちょっと失礼。はい、失礼しました。いや、でもあれも本当病気の利用だし、本当失礼というか、失礼というレベルじゃないんだけど、人権侵害ですよね、事実だとしたら。何考えてるのかなと思いました。まあ、本当恐ろしいですね。ちょっと詳しい詳細は言いませんが。ということで、八母星さんおやすみなさいませ。ありがとうございます。すげえトークン出すらしいじゃん。そう。だからすげえトークン出すらしいじゃんが証拠として聞いてくる可能性があるんですよ。だからね、これは、ウェルチュとはまた違った意味でね、大変な展開ですよね。いや、無償でやらせてもアウトなんですよ。だから、正直、だから労働単価で言ったら数千万は下らないであろう中傷動画を提供したわけですから、スマホ農場まで作ってね、はい、報じられてた内容が正しければですけど、だから巨額の金銭的利益の供与になると思うので、まあいくらなんでもこれは逮捕だろうというだから木下松井を逮捕できると思うんですね。これが、完全に証明されればですけどね。確かにすげえトークンだわっていう、日本国民が政治の腐敗をそういうものだと容認するようになっちゃいましたね。いやー本当にね、だんだん容認度が上がってますよね、裏金以来。だからね、本当はこういうのを一切容認してはいけないんですけれども、はい。まあ、それを分かってるのがなんかタブロイドしかいないというのがね、ちょっと絶望的な気持ちになるんですが、これをね、熱心に追求してるのは文春よりもむしろ週刊現代ですね。高市総理の面識のない方は大間違いである。高市事務所が認めていた早苗トークン誹謗中傷動画首謀者との接点ということで、現代がですね、私は文春よりも上を行けるっていう風になんか結構、息巻いているのは、木下本人に取材をしてるんですね。合同会社ノーボーダーダオ幹部で暗号資産早苗トークンの設計者である松井健。筆者が週刊現代で報じたように松井氏をめぐっては早苗トークンをめぐる資金決済法違反疑惑が取り沙汰されており、金融庁が水面下で調査中である。渦中の松井氏は5月18日にネット番組ノーボーダーニュースに出演し、高市総理の公設第一秘書である木下剛とオンラインでのやり取りを重ねていたと告白し、動画作成を自ら主導して行っていたということも証言したと。で、こうした中で、参議院議員でのやり取り等がいろいろあったんですけれども、で、松井の証言はね、やっぱり正しいと思うんですよ。正しいし、彼は、最初は、だから高市さんに対する復讐のつもりだったのか、結構正直にね、物を言ってたと思うんですけど、だんだん自分を逮捕されるかもしれないって思った時、あんまりですね、証言を柔らかくし始めたわけなんですけど、現代はですね、5月20日付の、回答書でですね、木下さんにいろいろ今まで聞いてきたことに関して事実かどうかっていうことを聞いたんですよ。で、これまで回答していただいていることに相違はございません。週刊文春が報じた内容については事実ではありません。高市事務所では松井氏のアカウントを承知しておらず、活動の具体的な内容は一切承知しておりません。当然、松井氏が選対のメンバーという事実もありませんというふうに回答してるんですけど、高市氏の曖昧な答弁と裏腹に木下氏は今までの取材では松井氏との接点は素直に認めてきた。誹謗中傷動画問題に関しては松井氏が勝手連として SNS 対策をしたことを認めつつもアカウントや具体的な内容を承知していなかったというのが、従来の木下の主張だったわけですよね。はい。しかし、だからね、これが事実だとすると、高市さんが国会でベラベラと喋っているところと、まるで食い違ってるわけだし、だから木下さんは松井さんとの接点を認めてるのに、高市さんは、文春が嘘だっていうのは二人とも主張してることだけど、そもそも松井なんて名前は知らないみたいなことを言ってるわけで、嘘つけやっていう話になるわけですよね。はい。なので、やっぱりここのね、すれ違いというかですね、早苗トークンをめぐる疑惑をもう一回深掘りして、つくのがですね、一番効果的なのではないかと思います。
おばずんさん、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。タブロイド紙は基本嫌いだったけど、最近の報道すごいですよね。っていうか、他の報道がダメすぎるんですよね。NHK これですからね。ありえないでしょ。動画作成でやり取りでないとか何なのっていう、そういう問題じゃないんですよ。金融庁を動いてる案件があったでしょうっていう。だから、松井さんをね、やっぱり、正直本当は逮捕すべきだし、だから松井さんだけを悪いっていう風に切り捨てるんじゃなくて、木下も一緒に逮捕すべきなんですよ。まあそうすればね、さすがに高市さん、収支を続けられないと思うので、はい。だからまあ、金融庁は忖度したいのかもしれないですけれども、まあ、世論がね、それを押し切るべきじゃないかと思いますね。最後に一つ、小泉陣営がそこまで乗り気じゃないのは、小泉陣営もなんなら、小泉劇場みたいなのが現在進行形、覚醒みたいなのが似たようなことやってるからだろう。まあそうでしょうね。小泉さんもポピュリストですからね、所詮。だから、まあでも高市さんだけを排除しても、小泉になったらね、あんまり意味がないので、我々的には。そこをなんとかね、しなきゃいけないんですけどね。生存率を考えたら医療面から突っ込み入ってもいいよ。いやでも本当にね、なんかその病気とかを盾にやるのやめてほしいですよね。差別でしょう。逮捕されないと思ってた。いや、だから松井さん素直に文春さんに素直に結構ベラベラと情報提供しちゃってるから、多分この人逮捕されてないと思ってたんだと思いますよ。っていうか、まあ溝口さんもそうだけど、こういう人たちって多分あんまりまあ法律とかに詳しくないというか、逆にまあ逃げる手段は詳しいのかもしれないですけど、まあそういう人たちだから、まああんまね気にしてなかったんじゃないですかね。金融庁は動かない。片山さつきが裏で食い止めてる。やっぱりそうなのかな。本当に最悪ですね。いや、ほんとね、病気を都合よく使うのはやめてほしいです。差別になるのでやめてください。タブロイドは平和じゃないと面白おかしくゴシップをかけませんし、実は新聞とかよりも平和のために戦う措置があるメディアなのかもしれない。まあそうですね、どっかの腐敗国家でもですね、結構ね、腐敗国家って、だから、新聞とかが一斉に忖度報道をこういう風にやり出すので、政権が腐敗してるのをね、ついてくれるのはね、三流紙とか二流紙とか言われる、まあタブロイドメディアだったりするんですよ。だから日本ももう完全にそういう社会に近づいてるってことですよね。はい。いや、本当にね、他のメディアの追及が甘すぎます。朝日新聞と毎日新聞はそれでもなんとか書いてくれてますけどね。はい。ねえ、まあ、こちらですね、市川市のですね、優しい、選挙の政治っていう解説ページなんですけど、これ笑っちゃうんですけど、寄付禁止だよって、買収、金銭、物品、共同接待などによる票の獲得や誘導を行うことです。金銭などを実際に渡さなくても約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促した場合も処罰されます。3年以下の懲役または禁錮50万以下の罰金です。ということでですね。はい、ありがとうございます。市川の選挙委員会の皆さんありがとうございます。だからさ、市議会レベルでこうやってさ、だから、金銭を実際に渡さなくても約束しただけで違反っていう風に書いてあるのに、総理大臣がそれを知らないようなふりしてんのどういうことなんですかね。もう意味がわからねえよっていう感じなんですけど、まあ完全にね、寄付なので、松井さんの言ってることが事実だとしたら、だって松井さん言っちゃってますからね、私が自主的にやりましたって。で、私が自主的にやった行為だとしても、数千万円の利害提供に等しいんですから、詐欺でしょ。詐欺っていうか、まあ、だから利益提供でしょ。選挙中にやってんだから。はい。違法で行為ですね。はい。違法行為です。だからなんでそれをみんな言わないのかなという気がしますけどね。読売新聞もCIA。まあ、勝利松太郎は本当 CIA だったね。いや、わかりやすいですよね。約束するだけでもそう、違法なんですよ。すげえ腐敗国家や、国家くんが法律を知らないなんて。いや、ほんとね、この市川のキャラクターごめん、知らないで喋ってるけど、明るく正しい選挙を行うピオというですね、鳥に親近感があるので、高市さんに教えに行ってあげてほしい。あなたがやってる声は違法行為ピオっていうね。うるさいって言われるかもしれないけど。はい。っていうことですね。さっきの現代を書いてる河野さんっていうジャーナリストの方なんですけど、早苗トークン問題は松井県の違法な事前販売という重大疑惑があり、これは
は見過ごせません。一連の彼のビジネスに高市事務所がいとも簡単に利用された可能性があるからです。高市事務所がなぜ松井を信用してしまったのか、その経緯を明らかにすべきでしょう。私の場合は誹謗中傷動画そのものの重要性ではなく、あくまで早苗トークン問題のピースとして見ております。いずれにしろ今の関東は火の粉を自ら広げており残念です。なんで音声が厳しいかというと、これは松井健が用意したものだからです。一方、木下秘書の、週刊現代への回答は高市事務所が自ら作成したものです。言い逃れはできません。これをベースに議論すべきでしょう。高市総理も認めるべき点は認め、主張すべき点を主張し、動画問題から早苗トークン問題に至る一連の経緯を明らかにすべきですと。おそらくですけど、この河野さんっていう人は全然、反対性派でも反対性派というか、左翼でもなんでもないですね。どっちかというと多分保守の人でしょう。だから普通だったら自民党とか国民民主党を支持してそうなことをおっしゃってるんですけど、彼の観点からすると、松井健がですね、やったことは完全に違法行為なので、その筋から攻めるべきだと、何としてでも木下を辞めさせなきゃいけないし、場合によってはね、だから連座で高市さんも辞めていただかなきゃいけないし、そうでないと、自民党とかでの勢力は守れないっていうような、感じなわけですよね。正直自民党はもう終わってると思いますけどだってあれだけね頼りにしてた高市さんがそんなことになっちゃったら崩壊するでしょうね。そのことはさすがに河野さん分かってて言ってると思うんですが、はい、行うっぴよ国を知らず知らずに指していくスタイルっていうね。だから自民党支持者の人たちも賢い人たちは気づいてるけど、自滅行為なんですよね。もう自爆するしかねえみたいな感じで、自分が違法行為やってることを分かってて、ああやって国会で激しくね反論してるわけですから、墓穴を掘ってると思いますよね。私どもにとってはありがたいはありがたい話なんだけど、あんな人が総理って本当どうなんでしょうね。国会で週刊現代の早苗トークンの記事が取り上げられています。また週刊文春さんの中傷動画スクープに対する答弁で高市総理は、これは週刊誌の記事だから全く信用していませんとおっしゃったそうです。せっかくなので申し上げておきたいですが、我々は、週刊現代編集長である私、記事の執筆を担当しているジャーナリストの河野さんの、担当編集、皆実名を出して実名で報じています。取材を尽くし事実関係の確認を行い、裏付けがある部分と推測の部分は分けて書いております。誤りがあれば訂正する用意もあります。今回の報道に関しては高市事務所の公設第一秘書の木下剛氏から長文で回答書面をいただき、その内容は、私服の許す限り、紙面上で紹介しております。総理が自ら週刊誌は全面的に信用できないという印象を国民に与えるのはいかがなものかと感じましたので、野暮なのですがわざわざ書いておきました。また高市総理は週刊現代に対して事務所から出した回答書面そのものが事実ではなかったなどとおっしゃっているそうですが、ならば事実関係をもう一度確認の上ご回答をいただきたいところです。お待ちしております。はい。当たり前やがなって感じですけどね。このね、薄木根さんって知らない方でしたけれどね、やっぱり根性ある人ですよね、どう見ても。今までも亀井静香さんの本とか出してる人らしいんですけど、だからね、我々のどこが信用できないっていうんだ、言ってみろよってね、あなたのね、秘書の発言をそのまま載せたのが虚偽だってどういうことだっていうね、我々に虚偽答弁したのかっていう、当たり前ですよね。だから高市事務所が週刊現代に公式声明として松井とはそういう付き合いはあったけれども、そういった中傷動画のことは知らんっていう風に回答していたのに、その事実と異なる事案が出てきたわけですから、でそれを今更ね、そんなの知らないみたいなこと言うのおかしいですよね。はい。ということですね。高市の自分の発言の矛盾をつくべき。そう、だから文春と現代の言ってることで付き合わせると矛盾だらけなんだから、高市さんが矛盾してるんですよ。で、現代とね、文春はね、どちらもそれぞれで正しいことを言ってると思うので、だからね、総合的に考えればですね、高市さんが嘘ついてるのは明らかだと思うんで、そこをガンガン言っていくべきだと思うし、だから週刊誌だからって甘く見た態度をしたのが、そもそもの間違いですよね。興味を巻き込もうとするのは本当に迷惑極まりないですね。これこそ名誉毀損。大石さんを名誉毀損呼ばわりしたのをまだ根に持ってますっていうことでですね。大石明子さんも散々でしたよね。そうですね。高市さんにも名誉毀損って言われてたし、某、性暴力犯罪者にもね、名誉毀損って言われてたんですけど、大石さんもね、間違ったことも彼女言う人だけど、大石さんが名誉毀損って呼ばれてるとき、大体正しいこと言ってるんだよな。
パレスチナに関する発言もそうだし、高市さんに対してね、統一教会問題のこと突っ込んだ時もそうだし、消費税の話をした時もそうだし、全部名誉毀損ってね、言われてるんですけど、大体彼女が名誉毀損呼ばわりされる時は、正しいことを主張してる時ですね。はい。まあでも本当はね、タブロイド紙とか、ポピュリズム左派の役割ってそういうとこじゃないかと思いますけどね。で、もうなんか東大の方がですね、嫌な推測をしてるんですけど、高市側の起死回生の一発は、申し訳ありません。秘書の不徳の致すところでございます。前回の選挙はノーサイドです。ノーサイド、ノーカン、ノーカン。お詫びにもう一回解散しましょうではないでしょうか。はい。あり得ると思います。だから自爆するしかねえと言ってですね、メガンテのスイッチを押すわけですよね。またやるのかよ、あれをっていう、感じですけれども、SNS 規制とかね、これから国会審議が進んでいくと嫌でも自民党はやらざるを得なくなってくると思うので、さすがにね、参政党に負けるわけにはいかないじゃないですか。だからですね、もう開示の脳幹ですよね。いやー、だからですね、選挙不正をした首相が辞任したり、国会が内閣不信にはもう通さないのに、また与党を率いて解散総選挙をして信を問うなどというと、社会と民主主義のモラルが修復不可能なレベルで破壊されるのではありませんかと。全くその通りだと思いますし、これでまた高市さんが勝つみたいなことになると、斉藤のね、リベンジ選挙の再現になってしまい、いよいよですね、日本のすべてが兵庫県になると思います。はい。ブジシュはもちろんポピュリズム左派じゃないっすよ。はい。彼らはただのタブロイドで、どちらかというと右寄りですよね。はい。令和新選組の話です。やべえね、わしらの税金無駄遣いするな。なんで血税を支持したい政党の応援に使われなきゃならんのやって。もう、だから前回の選挙で何百億円もかかって、しかも東北の人にえらい迷惑かけたわけでしょ。いい加減にせえよっていう話だし、本当にやったらですね、もう本当に憲政史上類に例もない、だから選挙破壊、民主主義破壊になりかねないので、絶対にやめさすべきだと思うんですけど、高市さんがこれ以上で支持率を下げないうちに解散に踏み切ってしまうと危ういですよね。はい。兵庫県が日本を飲み込む官房機密費を選挙に使う。またね、いろんな悪いことしようとするんでしょうけど、はい、悪いことの一つがこれですね。自民、維新、国民民主、参政党の4党が投票環境の整備を盛り込んだ国民投票の改正案を提出するなっていう話なんですが、いやー、なんか本気でやる気なんだな。まずいっすね。だからそろそろ旗色が悪いと見たのかですね。大勢が賛成してるうちに何としてでも通してやろうみたいな、ノリらしいんですけれども、憲法改正の手続きを含めた国民投票法をめぐって自民、日本維新の会の与党と国民民主参政党は、投票環境の整備などを盛り込んだ改正案を国会に共同提出しました。これ、なんでこれがやばいのかっていう話なんですけれども、TBS はね、ろくに解説してくれてないんですけど、解説してよって感じなんですが、実際今ね、国民投票法って、全くお金を使ったプロパガンダとか CM とかの規制がなくって、当然 SNS 規制なんだもないんですよね。なので、だから立憲民主とかは、今も一応そうだけども、そういうのがですね、やってしまうと、改憲派のやりたい放題できるし、自民党はね、また高市さんみたいな手法を使って金をに沸かせてですね、改正のプロパガンダキャンペーンを張るはずだから、やめろというふうに言ってるんですけれども、ここでですね、話を聞かないで、極右政党一丸となって、やるっていうような感じになってしまってるわけですね。いやー、なかなか厳しいなと思います。だからこのまま高市政権が続いてしまうと、これ廃案にならないですし、だからといって解散総選挙をされてもね、メガンテが発動して結局高市勝利になりかねないのでですね、やっぱり世論がもう少し変わってくれないときついなと思いますね。だから高市さんを2度も3度もね、信じないでほしいですけどね、不正選挙が横行している最中にやるのか、改憲のための工作なら金継ぐ人はいくらでもおりそうですね。有権者をなめり腐りきったつまらない茶番で日常が危ない。提出した政党名だけで怖い。いやー、なんか本性丸出しですよね、もはや。はい。いやーね、国民民主はいつからこんな極右政党になってしまったのか。
週明けじゃなかったのかと。ね、この日日さん驚いてますけど、週明けのつもりだったっていう風なね、先行報道がまあリークだと思いますけど、報じられてたんですよ。で、観測気球を飛ばしていたにもかかわらず、いきなりですね、今日提出したんですよ。で、なんだこれはっていう話なんですけど、まあ多分ね、文春の件でかなり高市さんが追い詰められてる様子だったから危ないと思って出したんじゃないかなという気がするんですよね。で、自民党維新だけでなく国民民主党参政党まで法案提出の時点で相乗りしている。こんなに緊急事態条項が欲しいのなら民主主義やる気がないなら国会から出てってくれ。私は日本から出てってほしいと思うんですけど。いや、でも日本から出てってもな、海外に行かれても迷惑だしな。はい。金を持つ者しか有利になれない現状の選挙は本当に民主主義と言えるのか。いや、もう、だからすでに民主主義が危ういわけですよね。斉藤元彦みたいなのを許してるわけですから、だからその時点でダメでしょう。高市さんを支持するような国民に改憲の国民投票を委ねてはいけないという。だからね、本当にまずいですよ。だから高市さんをこのままね、放置して、こういうのでいいんだ、こういうのでっていう感じになってしまうのはさすがにまずいかと思いますよね。で、同じくですね、衆院比例45件も支持しているそうです。だからなんか維新に吹き込んでるやつがいるんじゃないかなって気がするんですけど、まあもともとこれはどっちかというと維新の悲願だったやつですね。衆議院議員定数の1割削減に関し、比例代表の45議席を対象とする方向で調整するよう鈴木幹事長に指示したそうです。比例45減は日本維新の会が主張しており、総会では容認する声が多かったが、異論に配慮して議論を続けることになったということで、まあこれまだすぐには昨日の記事なんだけど動かないとは信じたいところなんですが、もうこれも一緒に通っちゃったらさすがに民主主義が終わりですね。まあ岩屋さんっていう人だけがですね党内論議に先立って首脳の意向が示されたことは問題である。自民党は独裁政党ではなく総裁一人で決めるべき話ではないだろうということを言ってらっしゃるんですけれども、いやもう遅いよ、独裁政党ですよあなたの自民党はっていう。なんか岩屋さんはすごい頑張ってくれてて、個人的にはまあ応援はしてるんですけど、でもなんて言うんですかね昔の自民党っていうのがまだ生きていて、それがねきっと復活できるはずだっていう信じてる感があってちょっと痛々しいですねはい。もうあなたの愛した自民党はないんですよと言ってあげたいですが、まあ、それを言ったら怒るんだろうなという。はい。ただ岩屋さんとね石破さんぐらいしか苦言を呈してないのは本当にいよいよ自民党やばいだという感じはします。まあただ比例定数削減に関してはさすがに国民民主党も反対しておりまして、自民党と維新しか勝てなくなるからやめてくれというふうに言ってます。まあもちろん玉木さんは自分のことしか考えてないので自分の政党が潰れるからやめてくれと言ってるわけですが、まあ参政党も潰れますし、もちろん共産党もね潰れると思いますので、こんなことやられたらね、まあ維新と自民党だけなわけですよね、得するのは小選挙区に強いので。はい。ですね、議員定数削減は悲願資本主義的生産様式そのものが資本が資本を増殖させる仕組みなので、資本を持たないものは搾取されるしかないですね。いや本当にね、なんか維新になってからこういうむき出しのキャピタリズムみたいな政策ばっかりですよね。はい。そうだから藤田さんの反共主義とか、ごめん消しちゃった。藤田さんのね反共主義とかね、おそらく関係してるんじゃないかっていう気がしますよね。というか維新カラーが強くなってきてますよね、どんどん。はい、誰も言わないけど、自民党は過半数あるので維新は用済みだと。維新は兵庫でも不穏な動きをしてる。だから維新はね、おそらく自民党との連立解消されるとそれはやばいから、解消させないためにこういう動きをしてんじゃないかっていう気もしますよね。これはあくまで推測ですけども、自分たちが役に立てるんですよっていうことで高市さんにいろいろ言ってるのではないかという気がします。本当に自分たちは比例だと議席が伸びないからといって、比例だと伸びないってことは党として全然人気がないってことなんですけどね。はい。今の若年層は安倍自民党以降しか知らないんだぞという。いやーね、だから岩屋さんはね、多分昔の自民党の伝えることはちょっと難しいと思うし、もう戻ってこないと思うんですけどね。はい。私もよう知らんし。
資本そのものの増殖と労働者が生み出す価値では前者の方が圧倒的に早く増えるっていう。そうですね。だからこういうスピーディーと言われることをやられるとですね、やっぱり、アストロターフィングとかね、やりたい放題なので、こういうのって動員じゃないですか。だからね、やっぱりこういう人たちが強いわけですよね。今の日本共産党は共産主義と言えない程度にはですね、重要になってきてるんですけど、ただ今はね、叩かれ方が、あれなわけですよね。これを一緒に、紹介しようと思ってたので取り上げるんですが、共産党ポスターに非国民、売国道、宮城、山形で落書き相次ぐ、仙台市内で共産党の政党ポスターや看板への落書きが相次いでいることが党への取材で分かった。党は、5月下旬、宮城県警に一部の被害について被害届を提出し、県警は器物損壊罪等で捜査しているということで、ひどいですね。はい。SNS などでは一部で共産党関係者の人が取り上げていたので、この写真見た方もいると思うし、私も以前取り上げたんですけれども、いや、本当に非国民、売国度って書いてあるんですよね。すごいなぁ。もう完全にこれは戦中の雰囲気ですよね。共産党の人たちに対してこういう落書きが行われるっていうのは治安維持法のあった時代そのまんまだと思います。はい。で、やっぱり宮城と仙台なんですよね。だから、デマ選挙で、中道が叩かれたりとか、参政党が躍進したとこなわけですよ。だからですね、あの辺の人たちがやっぱりやったことではないかなと私は思うんですけれども、はい、時期的にも符合しているので、本当に恐ろしいことだと思います。売国度はお前だろって本当にね、自民党ほどね、外国に勢力に国を売り渡そうとしてる人たちいないですからね、マジで。いや、私言わないけどさ。最近の共産党は、そうですね、階級闘争とかね、マルクス主義的な側面はあんまり外に出てないっていうのは、批判としてはあると思いますけど、その辺はなんか、今度動画で出そうかなとちょっと思っております。期待せずお待ちください。批判すらこすってない、ただの誹謗中傷じゃ、いや、どう考えても誹謗中傷だし、これはもう、殺害予告ですよね。死まで入ってますから。いやー、朝日新聞がね、反響的だともう言うところもある、朝日新聞がちゃんと報じてくれたのは本当良かったと思うんですけど、いや、でもこれを本当にテレビで大々的に報じたらですね、やっぱりちょっと世間の評価も変わるような気がするんですけどね、やっぱりああいうポピュリズム右翼みたいなのを伸長させると何が起きるかっていうことですよね。自作自演だって都合の悪いことは全部自作自演っていうのやめてほしい。ネットでやっていいとスルーされ続けてきたことが現実世界に溢れてしまいましたね。そう、共産党って基本愛国政党ですからね。その辺をだから逆にその左派の人たちから批判をされてきた政党なので、はい。本当ね、不条理な話だと思います。そう、大体ね、私も思ってるけど、もっと左に寄ってくれみたいなこと言われてますからね。裸足の剣の序盤とかであったら、その表現。そうですね。裸足の剣にもそのままこういう表現ありましたからね。はい。烏丸さんが先日アップしていたボランティアに対する動画とか、あれ見てたら誰が一番売国のにふさわしいかという。さすがに口に出しては言いませんでしたけれどもね。ボランティアに協力するとかありえないから、愛国者だったら。はい。そう。日本共産党さんはね、もうちょっとで、特に外国籍の人には門戸を開いてほしいですね。国籍条項を外せばいいんじゃないかと思います。絶対叩かれると思いますけど、でも、今叩かれてもやる価値あると思うんですよね。そういう雰囲気に今なってきてるじゃないですか。やっぱり共産党支持者の人たちって外国人差別に反対してる人がほとんどだと思うので、なんかね、外国籍の人とかがね、共産党で活躍するのを私見てみたいんですけど、どうでしょうか。共産党関係者の人見てたら検討してください。真面目に。マジで。本当に言ってるので。はい。ですね。石田豊さんですが、これは前衆院選の小選挙区結果ですが、まずは画像を見てみてください。見てわかるように自民と維新で小選挙区 98% の議席を獲得しています。自民と維新の政党支持率って 98% ですか？全政党から投票先を選べる比例の得票率だと有効票のうち自民と維新合わせて 45% です。比例得票率の倍以上の議席を小選挙区で得ていますと。
いうことでですね、まあ、比例代表制オンリーで突き進んでる国ってイスラエルとかはあるので、極右化っていうのは、どんな政治でも避けられないところはあるんですよ。だから、日本自体が全体的に右に傾くのは、比例代表オンリーにしたら参政党も爆伸びすると思うので、そこはね、やっぱり政治的な食い止めがないと、右傾化は避けられないと思うんです。だから、右傾化を直す万能薬ではないです。それは一つ言っておくんですけども、今日本でね、比例代表制適用したら、まず、れいわ共産、社民はですね、爆伸びするのが間違いないし、自民党は激減するので、まあ、それだけでもね、やっぱり政治地図はだいぶ変わると思うんですけどね。どうなんでしょうね。はい。参政党が伸びるのは怖いけど、でも参政党と自民党がまあ連立したりするような、まあ最悪の事態はあるかもしれないですけど、まあそれでもね、やっぱり小選挙区をやめるのは価値があるのかもしれないですね。これを見てると。有久今時さん、コンカラスです。売国奴って左翼用語なんですよね、本来。右翼が使うとしたら国賊。まあそうですね。はい。言われるのも使うのも左翼っていうで、割と傾向あると思います。なんか今の右翼の人たち勘違いしてこっちに行ってきますけど、いやいや、そうじゃないだろって。うん。国籍条項は外国人参政権が認められれば良いらしいです。地方だけでもいいっぽいということでですね。まあそうですね。外国人参政権が認められればね、万事完結なので、まあ、そっちが先だろうという議論はあると思うんですけどね。海外からのネット工作があるから無理じゃないでしょうか。ソ連、中国からスパイを送られている党だし。まあね。どうなんでしょうね。やっぱり共産主義全盛の時代ではね、ずっとそういう状況だったと思うので、まあ当時はね、仕方がなかったと思うんですけど、どうなんだろうな。参政党と自民党の悪魔が不正選挙なくしたら勝てない自民党。そうだったんだっていうですね。そう。だからね、やっぱ極右は独裁化に向かうので、だからなんかね、どうなんでしょうね。在日外国人の人だけとか、何かしらの条件つけてやるっていうのはありかもしれないですけど、まあ、外国人参政権を適用できるような状況だったら、全然ね、ありだと思うんですけどね。個人的には。ちょっと水飲ませてください。はい、失礼しました。ブラジル共産党との未来を見てみたいというか、ブラジルと連携してほしいっすね、いろいろ。今、左派政権ですしね、外国人資産政権も認められると本当にいいんですけどね、ノルウェーの売国右翼が有名なのだ。大体リベラルな国では売国をやるのは右翼だという。まあ、AFD もそうですからね。はい。そしてまあこのリストがちょっと話題になってたんですけど、国家情報会議設置法案、スパイ防止法、個人情報保護法改正、国旗損壊罪、水道局民営化、公務員の予備自衛官職務、防衛省設置法改正案、経済安全保障推進改定案、ドローン飛行禁止法改定案、まあドローンはともかくとして、沖縄県教科書を官邸がチェックしていたことが明らかに、沖縄県集団自決の軍名削除したことが、これはスクープですけど明らかに、沖縄県先島諸島で、住民避難計画、他党への中傷動画、不正選挙、皇室典範改正、緊急事態条項お試し会見ということですね。なんか高市さんが現れてから全部こういうことばっかりなんですよね。あれ中国ではなくても軍国主義化とかさ、軍事的なことしか政策実現してないよねっていう風に言われるでしょ、そりゃ。極端すぎますよね。はい。ですね。そうですね。相談員としてだけでも認められてほしいし、やっぱり外国籍の方のニーズとかね、まあ差別の問題も特にフォーカス当たりがちですけれども、なんていうかね、日常での困りごととかをもっと吸い上げなきゃダメだと思いますよね。これは本当マジョリティ側の責任なんで、
お試し会見とか本当に何度聞いてもありえないですよね。韓国は地方選挙の外国人参政権が認められているようです。先日 X で流れてきた映画並みのクオリティの開票特番映像、見ました。いや、やっぱ韓国すげえな。でもソウルの選挙負けちゃったみたいですね。いやー、なんでやって思ったんですけど、ちょっと悔しかったです。ネオニってそんなもののために労働してねえんだけどっていうですね。いやほんとね、税金をいくら無駄遣いしたら気が済むのかっていう話、税金の無駄遣いといえばっていう、なんか流れるように次の話題に行けたのでこれなんですけど、日本がアメリカ AI 企業に800億円拠出するそうです。800億円いや、800億円あれば高額療養費の改定しなくてよかったんじゃないですか。どこから出てきたのこのお金っていう。まあ、さすがに右翼の人たちもびっくりしてて、いや AI にこんなんいらんだろみたいなことを言ってたんですけど、技術開発を加速させる米国の国家プロジェクトパランティアかな、今後5年間でそれぞれ5億ドルを拠出することで合意したということで、なんでアメリカに金払う話だけはですね、こんな超スピードで、次から次へと決まっていくんでしょうかね。というか、本当に米 AI 事業全般にお金を配るっていうなら、一部ではパランティアに行くよね、これ。やめてくださいよっていう感じなんですが。もう本当に勘弁してほしい。ですね。いや、ダメだこいつらっていうですね。まあ国政参政権はね、さすがに外国籍の人にはね、今国という枠組みの限界ですよね。認められてないですよね。まあロシアのような国があるからなんですけど。ふざけんな、税金泥棒。売国行為でしょ。ネオリベプラス大日本帝国だったら最悪な悪魔合体ですね。金がないのにここには出せるんだ。800億って AI 開発だと走った金レベルなのも情けないですね。ピーター・ティールとリバタリアンなら国家からの支援金拒否しろよって。いや、ほんと思想的一貫性も何もないですよね、あの人たち。国家からの金は拒否してくださいよ。税金ですよ、あなた。税金嫌いなんじゃないのっていう。これもパランティアとセットで考えれば分かりやすい現象ですが、個人情報保護法改悪でなんで医療機関の皆さんがね、個人情報の取り扱いにあんなに厳しいのに、なんで企業が病歴を知ることが、収集されることが許されるんですかという素朴な疑問を抱く人が多かったと思うんですけど、まあ動画で言った通りなんですけど、例えば一部の保険代理店は富士通などにシステムをすでに委託してます。まあ損保とかね。富士通は日本パランティアと提携済みです。AI で病歴が取得できるようになれば、パランティア経由で富士通保険代理店という感じで個人情報を利用可能になります。まあ、例えばですね、私がなんかの病気だったら、いや、あなたはちょっとですね、ご体と具合どうなんですか、この保険なら入れますよみたいな商売ができるということですね。はい。いやー、素晴らしいシステムだ。損保ホールディングスも喜ぶに違いないっていうね。それ以外の人たちは誰も喜ばないと思うけど。まあだから結局国民皆保険を破壊したりだとか、まあそういったね、高額療養費の解約をしたりだとか、そういうわけわからんことをやってるのは、まあ、全部ここに繋がってくんじゃないですかっていう気はしますよね。はい。保険会社とかで一部のそういう既得権益者がお得になるシステムなので、はい。ですね。業者同士で金の話すんなら一部でも分けてくれよって。活虐殺に加担してるパランティアなんてありえないでしょ。一応よくね、勘違いされるので、そこだけは言っときますけど、ラベンダーシステム、要はパレスチナ人の人たちを本当にターゲティングして、殺しているシステム自体は、あれはイスラエルの政策なので、パランティアではないそうです。ただ、パランティアはそれを統合したりとかするシステムに、基幹システムの構築をしているので、はい。まあ、そもそも、なんだっけ、名前忘れたけど、ピーター・ティールのね、コンビ組んでるめっちゃやばいシオニストの人が、今のね、リーダーなので、パランティアの、はい。まあ、言い訳の余地はないですね。いやー、人民をないがしろにするなんて美しい国。だから日本のことなんかの資源国だとしか思ってないですよね。だから外資に売れるものは何でも売り渡す自民党っていう。なんで人権侵害で地平道を吐いて働いた金を提供しなきゃならないのかっていう。だからそう、二重搾取なんですよ。だから私たちの払った金で私たちの健康情報を売り飛ばさなければならないっていう。なんでそんな政治しとるんっていう話じゃないですか。むしろこっちが健康になりたいからお金を払っているのにもかかわらず、病気になったらですね、そのデータをですね、保険会社に売り渡さなきゃいけないんですよ、ただで。
かも個人が特定できないようにしていても集めた情報を普通に復元できて名前から全部わかるっていうじゃないですか。人権侵害にも程があるっていうですね。はい。で、ようやくなんですけど、これちょっと有料記事なんであれなんですが、日経新聞が書きました。私より数日遅いですね。ボランティアに国策を託せるか、個人情報も守る給付付き控除ということで、ボランティア給付付き税額控除、個人情報データ統合福祉国家と監視国家ということで、日経がついに書いてくれたようです。給付付き税額控除を本格的に実施するには、所得、資産、税、年金、自治体情報などをつなげ、困難な状況にある人をつながないといけない。そこにあるのは国家によるデータ統合基盤だと。ここまではリベラル派の人たちも言ってることだと思います。ただ問題はボランティアとそのために組むということで、軍事安全保障、治安、医療、行政、企業のデータ統合というより、軍事、そしてアメリカで進む移民労働者の特定のための個人情報の監視やスマホで特定するという記事がガンガンアメリカで出ています。つまりボランティアと組むということはそれだけで監視だということがセットになってしまって映る。日経はそれを警戒している。国家個人をそれまでどこまで把握できるのか、マイナンバーカードがそれに利用されるのかみたいに、深読みしてしまうということでですね。もちろんボランティアは国家の基幹システムを買うとは明言してませんので、それを狙っているのはもはやね確実ではないかという、感じがしますけれども、だから最初は福祉のためだと言い放ってマイナンバーカードのようにですね、国家というか個人のデータを国家が管理するみたいな方向でグイグイ行くのではないかというところですね。だからやっぱりボランティアみたいな企業を内部に入れてしまうと、一回ベンダーロッキングといって一回システム屋さんにシステム作ってしまうと、そのシステム屋さんしかね中身をいじれなくなるし、契約学的にもですねボランティアを使い続けなきゃいけなくなるんで、絶対やめるべきだと思います。給付付き税額控除は結構賛成ですけど、それだってさ、税額の情報さえあれば別にできるでしょ。病歴の情報とか誰が必要なんですかね。はい、税務署は我々の情報、ちゃんと個人情報を取ってますよね。税金払ってんだからさ、私たちは。はい、ということでですね、政治家の人たちはむやみに個人情報を取得しないでほしいと思います。人民をなんかね、内どこかなんかだと思ってますよね。本当にディストピア SF そのものの企業ですからね、ボランティアって。なんでこの企業が合法なのかっていうレベルだから。いや、自由民主などの本気でやめてほしい。ですね、給付付き税額控除はね、仕組みというか、発想は素晴らしいと私も思うんですけど、ただね、自民党がなんか最近急に押し出したじゃないですか。やっぱりそれはこっちが狙いなのではないかという疑いがありますよね。そう、税金の使途不明が、ですね、税金の使途不明に関しては、あれはね、全部ではないんですよ。ちょっとね、一部誤解を招くというか、税金の使途がすべて、透明性指標で一部のデータがすごく低いのは、あれ事実なんですけど、全部ではないんですよね、確か。ごめんなさい、今ちょっと手元に資料がなかったんですけど、全部だとは言うと、ちょっと誤解を招く表現だと思います。はい。ただ、日本の税金の使途の透明性が低いのは事実です。はい。でも、それをピーター・ティールに関させるの終わってるでしょってっていう話ですね。それは全くその通りです。個人の資産情報を外資に売ったら外国人が襲撃しに来るのではないか。いや、外国の人たちっていうか、来るとしたら米国しかないけど、米国がなんか侵略する前にもう日本は潰れてるような気がしますけど。なんかね、ボランティアの人たちは適当に、だから、我々の個人情報を吸い上げてですね、適当などっかの企業に売り渡して、それだけでもうね、おしまいになってしまうと思うので、人生ローマ帝国対自由民主と看板に偽りだらけ宣言。1984ですよね、もうほとんど。日本の侵略に対して民主主義の基礎体力が弱すぎる。それなんて詐欺の手腕なんでしょうか。給付付き税額控除はもともと一昨年の衆院選で立憲民主党で掲げてた公約でフルボッコだったんですね。そうなんですよね。あの時はなんかね、マイナンバーカードを推進してるとかね、右からも左とかからも叩かれてた記憶があるんですけど、なんか急に自民党が賛成しだしたんでね、って思ったんですよね。いや、お前ら反対してただろっていう。でも、こういう目的があるんだとすると怖すぎますよね。はい。
なのでですね、もちろんだから税金とかのシステムに関しては、その税務署で我々の税金情報をだから確定申告とかで、握ってるわけじゃないですか。それを利用するのは別にもうすでに渡しちゃってる情報だから、まあ、嫌だけど、まあ、しょうがないと思いますけど、貧困者のね、支援は絶対に必要なので、でもなんでしょうね、貧困支援みたいなのを本来の目的とすべきであって、それ以上のね、用途に拡大することはやっぱり間違ってると思いますよね。国家はプライバシーの権利を侵害しないでほしいです。そろそろ国内だろうが国内だろうが売らないでくださいね。いや、本当にね、売られることに関してはね、こっち同じですからね。はい。石破も賛成していた共産党の最低賃金1500円以上がなぜか中道右派をなぞる右翼チャンネルにフルボッコにされていたっていうですね。いや、ほんとだから人たち最低賃金上げたり生活保護拡充したりするの嫌がるじゃないですか。安くできるのに。で、安くできるのにそういうことするってことはやっぱり貧困者の方々を支援するの嫌なんですよ、彼らは。まあそういう本心が透けて見えてると思います。はい。まあ、小川さんの消費税 20% はさすがに今やったら国が死ぬので無理ですけどね。まあ、ただ小川さんはね、別にその極悪非道ななんかそういうネオリベ主義者ではなくて、本気でね、要は北欧型の福祉国家にするために、何とかして税金を取得したいという発想なので、まあそこは擁護しておきたいとは思います。私基本的に、なんだろう、主婦祉のために税金を上げることには賛成なので、はい、社民主義者なので、はい。まあ日本の人たちってなんか何でも税金を減らせばいいと思ってる人が多いですけど、それってまあ結構ね、ネオリベとかやっぱりリバタリアン的な発想なので、そこは良くないと思いますよね。そう、資本家の手先ですからね。ですね。今ちょっと確認したんですけど、国際予算パートナーシップっていう指標では、日本の予算透明性は100カ国中、100分の63点か、63点で、世界125カ国中31位だそうです。全然自慢できる水準ではないですね。で、まあ、コロナ関連の予備費とかで、やっぱり、不透明性が高かったじゃないですか。まあ、それで結構言われるようになったんですけど、まあ、すべてにおいて、日本がその、独裁国家並みの、情報隠しをやってるっていう証拠は、確か今のところないはずです。まあ、ないんだけど、まあ、我々からするとね、情報を全部隠してるところで一緒なんですよね。まあ、後でこれリンク集作っておきますので、だから63点ってさ、全然高くないですよね。100点満点ですよ、100点満点。ね、減税じゃなくて賃金を上げるとか累進課税の強化をしろと言うべきでしょうね。そうですね。だから貧しい人からはできるだけ税金取らないで、富裕層のから税金取らなきゃいけないんで、そうでないとね、公平課税にならないんですけどね。外国企業と国家を対比させるのがそんなに正しいとは思えないですね。外国を嫌ってる保守の人は自分の個人情報が加工なしで中国企業に流せる法律に関して何も言わないのかと。まあ中国に流れるよりはアメリカに流れるのであれなんですけれども、アメリカだったらいいのかって感じですよね。だから本当は賃上げが一番必要なんですよ。なのになんでそれを言わないのかっていう話ですよね。所得が上がらないのにそう税額だけは上がるのはそれはおかしいですからね。だから消費税を上げちゃうとやっぱり逆進性でね、みんなやられてしまうのでですね、それはちょっと今の状況では不可能だと思います。はい。ちょっとどれなので経済の話しますか。ナフサ調達遅くても9月に3割ぐらいに供給不足にということで、ナフサは全然足りていませんね。高市首相は4日の衆院予算委員会でも業界団体からの報告として4月まで前年と同水準またはそれ以上の供給実績がありうんたらかんたらということを言っているんですけれども、政府のこれまでの説明によるとナフサ由来製品の月の平均供給量のうち中東からの輸入は 45% 程度であり、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、米国やアルジェリアからの輸入を拡大したが、それでも足りないためナフサ製品の輸出規制、プラスチック製品の輸入在庫の取り崩しなどで対応しています。はい。
だから中東からの、だからあれが止まってるんだから、いくらアルジェリアかとかペルーからですね、ナフサを輸入したとして、まあ今ですね、少し UAE から、まあくれるという、まあ見込みがちょっと立ってるということで、まあもしかしたら劇的なね、ああいう危機にはならないかもしれないですけれども、5月の時点で今これですからね。だから足りてないんだから、在庫を取り崩すのにも限度があるわけでしょう。はい。で、まあ、国内生成もね、赤澤さんが言ってたように不調であるわけなので、まあ、実際これ、ただのイメージ映像でですね、こんなうまくいってないっていうのが実情なわけですよね。はい。そう。やっぱり労働運動をしなきゃダメですね。税金をなくして国家の租税回避としてがネオリベの理想郷なのだっていうですね。まあだから一定の人たちはね、何が何でも税金をなくそうとしますからね、良い税金か悪い税金かっていうのは考えないので、基本的にお金持ちの人に取る税金は必要な税金です。はい。ということで共産党さんをちょっと流しますか。中小企業への具体的措置が今回の補正予算内にないということが追及されました。アメリカとイスラエルが始めた戦争による影響で、塗料メーカー大手の日本ペイントは今月からの塗料類全般の値上げを発表しております。値上げ幅は溶剤系塗料が 25% から 35%、 水性塗料が 20% から 30%、 そして断熱材も 40% の値上げ。まさに建設現場から悲鳴の声が上がっております。すでにシンナーは 75% 値上げをされております。帝国データバンクによりますと、4月の物価高倒産は前年同月から約5割も増加しております。要因としては原材料が跳ね上がっております。この帝国データバンクによりますと、原油不足や石化製品の価格高騰によるオイルショック倒産が5月以降に発生する可能性は十分あるとしております。総理、今回の補正予算について聞きたいんですけれども、なぜ予備費なのかと。このナフサ不足、危機ですね。これ量の問題もちろんまだあります。しかし量の問題だけではなくて、あらゆる物品での価格の高騰、とりわけ建設業や製造業でのこの倒産を起こさせない具体的な対応というのが私は必要だというふうに思います。継続するための対策だともおっしゃったんですが、継続できないから倒産がもうすでに起こってて、もう5月以降もこれは起こるだろうと、こういうことが言われているわけですね。例えば休業補償とか、家賃やリース料の固定費への補助とか、あるいは税金や社会保険料の支払い猶予の措置とか、納めることできない、負担できない、そういう業者に対する施策というのは、これ今回の予備費の中には一切ないわけですね。仕事がない、仕事ができない、そういう苦境に陥っている中小企業、零細企業への具体的な支援というのはないわけですよ。はい。いや、本当に辰巳幸太郎さんのね、質疑分かりやすいですね。だから、まあ彼は、その政府が、まあ、デタラメな答弁とかで適当な答弁を返すことは分かっていて、ちゃんと問題点が何かっていうのを説明されてるわけですよね。本当に優秀な議員さんだと思います。なんか上からで申し訳ないですけど。ね、まあ、辰巳さんがおっしゃる通りですね。だから、とにかく塗料メーカーさんとか、塗装屋さんに関してはもう倒産寸前な状況の人たちがいるわけですから、予備費組むのはまあ仕方がないにしても、赤字国債を発行してまでやるんだから、具体的な案何もないのかっていう話にツッコミが出るのは当たり前じゃないですか。でも、まあ予備費っていう形でしか計上しないので、それこそ先ほどのね、予算透明性の問題が出てきますよね。だから、実際何に使われるのか分かんないのって透明性もクソもないですよね。だからさ、中小企業救済基金でいいじゃないですか。なんでそう具体的な使途を限定しないのかっていうのは、ちょっと私には理解できないですね。まあ、放漫財政って言われてもしょうがないんじゃないかと思います。だからね、カルビーを売名行為って言ってみたりとか、家が建たない状況なのにね、我慢せえみたいなこと言ってみたりとか、ほんとね、合理性がね、全くないですよね。なんでこんな基本的なこと考えてくれないんでしょうね。本当にね、誰だよ、この政権を政権担当能力あるとか言ってた人はよって、責任取ってくれよっていう感じなんですけど、はい。現場からの悲鳴とかをね、やっぱりまともに対応できないっていうのは政権担当能力に欠けてると言われても仕方がないと思いますよ。これ右左の問題じゃないからね。
そうですね。辰巳幸太郎さんがいるからもうまだ大阪に住んでるという人もいると思いますが、だからね、反対勢力がやっぱり、まあ弱い分ね、研ぎ澄まされた人しか当選できないので、こうなってるというところはあるかもしれないんですけど、いやね、もうどうだったらもうちょっと議席が欲しいですよね。だから高市さんはね、絶対非を認めて支持率を避けたくないから、まあ、何が何でも言わないんでしょうけれども、だからといってね、だから自民党とね、やっぱり自民党をずっと支持してた業界なわけじゃないですか、石油業界って。まあそのことはね、確かに時に、選挙の時にですね、高市さんに投票しちゃった人には、一定の責任はあると思いますけど、だからといってね、会社が倒産するまで追い込むのはね、おかしいでしょ。救済しろよっていう話ですよ。なんで投票しただけでそんな目に遭わなきゃならんのかという話だと思いますけどね。だから本当ね、自分の支持者さえ切り捨てるっていうのはね、腐っているとしか言いようがないですね。で、まあ弱者切り捨てですよね、これも。生活よりも SNS の幻影を有権者を選んでしまうっていう。いや、本当にね、まあ前回の配信でも言いましたけど、幻想ポピュリズムにすがるのやめてほしいですよね。はい。まあ極右政権に任せるとこういうことになるんだと思います。はい。ね、ちょっと経済の話と少し外れますが、これちょっと取り上げたかったので、取り上げるんですけど、ちょっと衝撃的なニュースがこの前ありました。ですね、ジャーナリストの澤田明宏さんという方のコメントなんですけれども、今年4月までの9ヶ月間で53人のネパール人の方が日本で亡くなったそうです。その多くが経済的ストレスによる留学生の自死であった。っていうまあニュースなんですが、事実のようです。4月にネパールの主要メディアが大々的に報じました。自ら命を絶ってしまう主な要因は金銭的問題である。法律上、留学生の労働時間は週28時間に制限されているが、現在はその28時間の仕事すら見つけられないという深刻な事態が蔓延している。ビザ専用をはじめとする高等教育機関の延命策に過ぎない留学生受け入れをいい加減見直すべきであると。いうことでですね、これどういうことなのって、ネパールの留学生の方とかね、この前、いろいろ人命救助とかやる方もいらっしゃって、ずっと日本で活躍されてるじゃないですかって、何なんですかっていう話なんですけど、要はまあ以前のね、技能実習生問題みたいなことが、ネパール人留学生の方の間で起きているらしいんですね。もちろんネパール当局というかネパールのそういう詐欺師みたいなブローカーの人たちも悪いんですけれども、要は日本に暮らせば稼げるよって、学生バイトでも割がいいから月々で稼いで日本語を学んで、日本で就職できるよみたいなことを言っているらしいんですけれども、今の日本のね状況を見てれば排外主義だし円安だし全然そんなことないじゃないですか。でそれに対して日本政府がだからですね、日本人学校とかをですね、で、お金を取る一方で、こういった対策をですね、ろくにやってない結果、このような状況に陥っているということのようです。いやだから本当なんか何一つうまくいってないって、本田由紀先生もおっしゃってましたけれども、だから排外主義をしてですね、外国籍の人たちに冷たい政策をやってると、だからね、こういう短期間真面目に留学しに来た人まで、ね、こういう目に遭ってしまうということで、こんな風になっていくとね、いよいよだから日本ってなんていうんですかね、そういう悪質なブローカーが、はびこるようなね国にどんどん陥っていくんじゃないかと思います。はい。っていうですね、いや本当衝撃受けました。いや本当ね、岸田の責任大きいですよ。岸田の時にやっぱり留学生受け入れ拡大しましたからね。でもろくにだから対外主義的なことばっかり入管はやってろくに対策取ってなかったわけじゃないですか。だからそこまでだから留学生とか受け入れるのはいいと思うけども、そういうことするんだったらそういう非倫理的なコンサルとかブローカーとか取り締まらないとね、筋が合わないでしょっていう、ゼロプランとかって何だったんですかっていう話ですよね。そう
だからネパールのね、そう国営メディアらしいんですよね、しかも。だからそのネパール政府も本当に問題だと思ってて、だから半分日本批判の文脈が入ってるわけですよね。もちろんネパール政府はそのネパールの中でのその悪い奴らの取り締まりを怠ってるっていう責任はあるわけですけど、はい。でもですね、日本がちゃんとしてればね、そう政治で解決できる問題なんですよ。ね。ほんとひどいですね。日本の労働環境は最低ですよね。外国籍の人たちにとっては、本当にね、行くとね、ひどい目にあったりとか、ね、排外主義のターゲットにされたりとか、ろくな目には稼げないとか、こういうろくな目に合わない国だっていう、どんどん、名実ともにそういう国になっちゃってると思いますよね。うん。そう、在日ネパール人の方って10万人超えてますからね、大変な事態ですよ。はい。ブローカーって自民党の国会議員の連中じゃないのかと。だからね、岸田さんの息子とか親戚とかもそういうことやってたわけですし、外国人留学生の人たちたくさんいるんですから、中国の人たちに対する差別の話もしましたけれども、悪く扱ってダメなんですよ。当たり前じゃないですか。ネパール人の人だけで10万人いるんですよ、10万人。中国系で13万1000人ですよ。はい。ね、スリランカから来たのはね、ウィシュマさんもそうですけれども、はい。だからね、この手の人たちに対する差別が横行しているっていうのはね、とんでもない問題だと思います。はい。なんで受け入れるのに準備したくないのか。こんな国でこんな世界で生きたくないと追い詰められてしまうのも無理はないのではないでしょうか。入管は現代の強制収容所。愛外は主義者、本当に罪深いですね。いやー、本当ね、大日本帝国とね、今のネオリベが悪魔がったりしてる感じがしますよね。うん。そうですね、岸田は安倍政権で決まった法案をそのまま施行しただけですね。はい。そこはそうなんですけどね。大日本帝国の強制労働を堅くなに認められないのとつながってる気もしますよね。はい。今のね、沖縄の人たちに対するああいうね、クソみたいな態度ともね、全部つながってると思います。はい。なんですけど、すいません。立て続けにね、暗黒なニュースであれなんですけど、ですね、今ちょっと杉並区長選が今月末やるんですが、岸本聡子さんがだいぶ、ですね、ピンチなのではないかというところで、ちょっと話したいんですけど、岸本さんが、ネット上の偽誤情報、デマが蔓延しないようファクトに基づいた正確な情報を発信しています。また、デマや誹謗中傷に対して法的措置を含め毅然と対応しています。政治や選挙に関わるすべての人とのハラスメントをなくし、若い世代、女性、マイノリティが立候補したいと思える新しい選挙、政治文化を作ることを目指しておりますと。岸本さんなんか今ですね、5月21日に区長の町有者の使用に関して住民監査請求が行われて、今回、何が問題にされたかっていうと、2026年2月3日に、都庁での公務終了後、自宅のある西荻窪方面に戻る途中で高円寺駅付近で町有者を降りたという、ことでですね、その時に衆議院議員候補の吉田晴美さんという方の、応援演説に向かったっていうことなんですけど、それに関して移動に対して町有者を使用したことに関しては違法行為であるということで、住民監査請求が出されて、自民党の人だけが賛成して、なんか疑義ありということになってしまったと、ということなんですけど。いや、日本国首相がさ、そのスマホ農場で人の中傷動画ばらまいてて、それが罪になる。でもそれだけではおそらく罪に問えず逃げおせるであろうみたいなこと言われてる時に車でですね、車で人の選挙応援行ったことでですね、住民監査請求出されてるんですよ、岸本さん。何なんですかね、本当に。すごいなと思いますよね。だから、ここまで、もちろんね、杉並区長として、違法行為っていうの疑いがあることは一切やってはいけないのは当然のことですけれども、岸本さんにここまで厳しいのに、高市さんに対してあらばどうなんだよって思いますよね。いやー、本当に意味がわからないですが、こういったね、動画が、いろいろ動画とかがですね、結構バイラルして、なんか、岸本さんのですね、ネガキャン絶対行われるだろうと思ってたけど、が行われているようです。
そうですね、入管は特攻警察の受け皿でしたからね。はい。途中で降りとるやん。こういうので本当に違反なら全員賛成するのにな、逆にこれしかなかったんかなと思う。まあなんか山添拓さんがね、撮り鉄やってて、線路をまたぎましたみたいな事件を思い出させますよね。あれも公安がチクンタンでしたっけ。見習いたい自民党の野党パワー。その必要な追及を高市政権に向けろよ。ショート動画で信頼終わるんだぞ。ということでですね、ただ自民党のまあもちろんさらなる問題は、まあこっちですね。すごい50万再生杉並をアップデートということで、はい、ライバル候補の大和田伸さんという人なんですけど、広告でですねまたこういうのを流してるそうです。不愉快なぐらい頻繁に広告でこの動画が出てきます。門博子議員と仲の良い議員ということで絶対に入れたくないと思っています。こんな広告費のために大量のお金を使うぐらいなら市民に還元していただけないでしょうかということで、チャンネル登録者数が大和田さん124人しかいないんですけれども50万回再生されてるそうです。すごいね。50万か。いやー、すごいですね。で、高市さんの行為が問題になってる時に堂々とこれをやれるのマジですごいと思うんですけど、面の皮どうなってるのまあ私だったら死んでも投票したくないなって思うんですけど、まあ自民党のね、これがデフォルトスタイルになりつつあるということでしょうかね。はい。コメント残してこようってですね、自民党は野党の頃の方が生き生きしてますよね。こう、野党ムーブやるときの方がずっと生き生きしてるんですよね。もう攻撃性が発揮できて嬉しくて仕方ないみたいな感じですよね。どんだけ金使ってんねん。こんな露骨なことしますですね。自民党みたいな党がアップデートできるわけがない。金持ち民主主義を早く終焉に基づいてくれって。だからアップデートすべきとこが違うんですよね。なんか現代のそういうトランプポピュリズムに合わせてアップデートしましたみたいな感じでは確かにまあ進化はしてるんだけれども、そっちの方向じゃねえよっていう。はい。勝ちパターンですからね。50万回再生されようと思ったら、おいくら万円ぐらいでしょうかね。なんかね、1万回ぐらい再生されるのに、前計算したんだよな。いくらだったかな。まあ、高市さんのやつもね、まあ、数百億円はくだらないって言われてるんですけれども、1億回再生されるのにそれぐらい必要だったんで、まあ、100分の1であるっていう風に考えれば、5000万円ぐらいまあ少なくとも1000万は超えてんじゃないかなっていう感じしますよね。だってもともと登録者数がゼロに等しい、チャンネルでこれやってるわけだから、自民党本部内にスマホ農場ありそうですね、杉並といえば田中裕太郎1回 2.13 億円3円ぐらいですかね。あ、はいはいはい、そうですね。 2.3 倍だとしたらそうか、それぐらいになるか。まあ数百万円で済むのかな。そしてですね、角デモはごっこ遊びひろこのソウルメイトこと杉並区長候補の大和田伸さんはまた YouTube に動画広告を出してすでに50万回再生されているので、まあ告知前なのでですね、何でもやりたい放題かという話なのかと思いますが、今コメントいただきましたけど、そのですね、盟友のデモはごっこ遊びだ、ペンライトなんか振るなって、騒乱罪だみたいなことを言っていた角ひろこさんなんですけど、国会でですね、伊佐真一議員が、高市さんを追及している時にこのようで背景でなんかふざけた顔をするという、ムーブをしておりました。ご自身の姿を客観的に振り返ってみてください。恥ずかしいとは思わないのでしょうかと。いや、まあ恥も何も金繰り捨ててるんでしょうけど、もうなんかもう言う言葉がないですね。だからこの加藤さんって人のことっていうか、そのデモをやってる市民はクソ左翼だとかそこまで言ってねえか、まあごっこ遊びだからね、くだらないみたいなことをアベマプライムで、言った後、まあそういう騒動をね起こすのはよろしくないことかと思いますみたいな苦言を SNS で呈して人のことブロックしまくってるんですよね。すげえ議員だと思いますね。そうだから真摯な、質問をですね、変顔で無効化しようとしたんだと思いますよ。陣笠議員が映り込んで変顔するのが自民党のお家芸と化しており、これはお笑い番組の自動音声の笑い声と一緒で、社会心理学的観点から言うと野党の追及を相対化して混ぜっ返すための作戦だと思う。指南役が確実にいると思うので、そういう観点でしっかり問題化すべきかと思うということで、渡辺先生のね、指摘が正しいと思います。だからわざとやってますよね。わざとやってるし、おそらく加藤さんは誰かに指南されて、まあこういうことやれよっていうね、目立てるぞみたいなこと言わ
れてやってんじゃないかなと思いますね。はい。百面相ごっこ。いや、ほんと怖いですよね。本当に。だから発言がね、全部ファシストみたいなんですよ、この人。デモはくだらないとかね、ごっこ遊びみたいなこと言って。で、人のことを、私に、だから加藤さんの悪口、YouTube ではこうやって言ってるけど、そんなね、直接本人にリプライして、このね、この銀が、みたいなこと言ってないですからね。そういう行為はしてないので、してないにもかかわらず、なんか勝手に、まあ、リストに入ってたのか何なのか知らないけど、先行ブロックされて、そういうね、相乗を SNS で撒き散らす奴らは良くないみたいなこと言われたんですよ。ふざけんなよって。あなた議員でしょっていう。だからまあね、私たちの言うことなんて聞く気がないっていうことですよね、一切。そろそろ吉田春やりとしてほしい。一応主権者の支持を得てる人たちなんですよ。自民党陣ガス仕草が板についてきた門博子議員、ですね。山本太郎に対してそうですね、小田公美さんも同じことしてましたね。政治家になれて苦言してましたよね。内部から帰ろうみたいな。加藤さん見てたらこんな政治の腐敗を立たせるとは到底思えない。いや、そう。だからね、なんか人に意見するぐらい、デモとか行くぐらいだったら政治家になれみたいな、橋本徹みたいなこと言ってたんですけど、あなたの姿を見てたら政治家になる気にならないと思いますよ。ですね。まあ、ある意味自民党の被害者だとは思います。仕事中に遊んでるのによく他人をごっこ遊びできるよなっていう。インスタに令和整形術の宣伝が出てるけど、その成功例で紹介されるカード。あ、そうなんだ。令和整形術。いや、なんか全てに失敗している気がするんだけど、金がないから政治家になれないんですよっていうね。日本の民主主義はだからね、その供託金とか、まあ、非常に高くてね、そもそも政治家になりにくいシステムだと、まあ、だから世襲議員とかがね、流行するわけですけれども、ね、そういった問題があるにもかかわらず、やっぱり政治家というね、ある意味特権階級の人たちがね、人のデモがやってるのに対してそういう言葉を言うっていうのはね、ありえないと思いますよね。ファシストでしょ。はい。ちょっとね、加藤さんには早く辞任してほしいと思います。ただですね、一方でですね、先ほどプライドフラッグ立ててる自治体どこかっていうコメントあったんですけど、一つはここだと思います。沖縄県庁にレインボーフラッグが掲げられています。6月のプライド月間に合わせた取り組みのようです。性別やセクシャリティに関わらず誰もが自分らしく尊厳を持って生きられる社会へ、誰もが安心して笑顔で暮らせる温かい街づくりを那覇沖縄からしっかり進めてまいりますということで、ただですね、まあ、その、加藤さんが出てたね、アベマプライムもそうですけど、今はね、デニーさんものすげえ叩かれてるんで、まあ、岸本さんと同じ手法をやられてるわけですよね。だから岸本さんとね、その、デニーさんがやられたら、本当にね、こういうプライドフラッグを掲げるような行為もね、できなくなってしまうかもしれないので、やっぱり民主主義の危機だと捉えてですね、党派とかは関係なく、二人を支援すべきじゃないかと私は個人的には思いますね。はい。そう、野党第一党はね、ほんと市民の声を信じてほしいですよね。はい。選挙の供託金等を貸付する NPO があったような。そんなのあるの？すごいな、上げてくれたら一旦は支持しちゃうわっていうですね。はい。ね、玉木さんはね、こういうことね、黙っててもやる人ですからね。だからなんでこんなっていうか、別に彼がその指導してた団体が起こした事故じゃないのに、あそこまで言われるっていうのはね、やっぱり玉木さんの形勢を潰したいというか、9月に選挙があるからだとしか思えないですよね。動機が不純なんですよ。あなたたち別に正義を追求してるわけじゃないでしょっていう。だから本気で正義を追求してそういうこと言うのはまあ確かに事故はひどいものだったから分かりますけれども、そうじゃないわけですよね、あの人たちって。はい。ね。貸付は寄付行為なのか。そっか。だから公選法違反になっちゃうのかな。そっか、なるほど。そこを考えると難しいですね。供託金をそういうなんか、援助しようとしたら、まあ、下手をすると、その法律に違反する可能性があると。なんか公選法もね、本当はその平等な選挙のために作られたシステムのはずなのになんか、自民党とかね、大政党の側に有利なシステムになりつつありますよね。はい。そう。まあ、そもそもね、事故の原因は平和学習じゃないですからね。
事故の原因はあくまでもボートに乗せたことであって、沖縄のね、辺野古基地の問題とか平和を教えようとしたことではありません。はい。そのことを意図的に混同してますけどね、彼らは。はい。チーム未来の案のはクラウドファンディングしてた。クラファンは許されてんじゃないですか。国民民主も中道もクラファンをやってますよね。はい。だけどね、クラファンできるのだってやっぱり知名度がないとね、私もやりましたけれども、やっぱり皆さんのね、全員のおかげで集まりましたけれども、ありがとうございます、本当に。やっぱりなかなかね、個人で集めるには限度がありますよね。はい。ちゅうことでですね、あとちょっと他にも話題取り上げたいのがあったので取り上げるんですが、アメリカと日本はやり方が違っても気候変動対策を拒否している点では一致しております。アメリカは、デニーアかな、気候変動否定派であり、日本はディレイヤー、日本気候変動対策遅延派です。本質的にやってることは同じです。個人的にグリーンウォッシュでごまかして気をつけて見ていないとわからないところで化石燃料延命ネットワークを構築している日本はトランプ政権と同等かそれ以上に悪質だと思っています。アメリカの気候変動対策はトランプが去って民主党がホワイトハウスと議会を主導すれば120度程度には変わる可能性があります。日本は自民党が政権を維持し、化石燃料産業と商社、金融機関、その他政府機関が団結して化石燃料延命政策を取り続ける限り何も変わりそうにありませんという。はい。だからね、これだけのやっぱり石油危機が起きていても、全然こういうその気候変動をなんとかしようみたいな機運が盛り上がらないのは、本当まずいなと思います。トランプ政権はね、海洋観測システムを破棄したりだとかめちゃくちゃをやっているんですけれども、ただね、トランプでいなくなったらというか、共和党でなくなったら、そんな石油利権を守る動機はね、民主党側にはないので、もうちょっとね、グリーンニューディールというか、ですね、むしろ環境保護を前面に出して、そっちをビジネスにしていこうっていう風に動きになると思うんですけど、自民党はなんか一貫してですね、原発と化石燃料しかやらないので、はい、どうしようもないんですよね。はい。そもそもね、思想的に SDGs とかエゴとか嫌いなんでしょうけどね。あの人たちの態度を見てれば明らかなわけですけど、どちらかというと、だから SDGs に関して、だから岸本区長とか、テニー知事とかはね、積極的な側であったわけですよね。にもかかわらず、こういう感じになってしまうっていうのがね、またそれも終わってるなという気がしますね。統計を変えれば気温は上がらないって。気候変動対策とか言うんだったら気候変動、装置のハーブを開始しろよというですね。気候改変農場桃子さんの50プロジェクトのことを言いたかったのですが、根本から勘違いしていましたという。なるほど。ありがとうございます。50プロジェクトって何だったっけ？ちょっと後で確認してみます。ごめんなさい。記憶がなかった。政治分野のジェンダーギャップと解決するプロジェクトなんですね。ありがとうございます。この統一地方選挙のあれは見た記憶がある。すいません、ちょっとアンテナがあれしていて、申し訳なかったんですけど、だからね、なかなかお金が絡むとね、先ほどのようにね、公選法はね、権力者には適用されないにもかかわらず、我々には適用されてしまうということなので、難しいと思うんですけれども、こういうジェンダーギャップを解消しようとか、その気候変動に訴える政治家を当選させようみたいな動きってですね、だから結局ね、だから市民派の人たちが市民運動で起こしていくしかないわけですよね。はい。こういったね、でも組織は必要だと思いますよね。なるほど。紹介ありがとうございます。ですね、やっぱりジェンダー平等はね、地域候補で、躍進がなければ変わらないですし、そのためにもやっぱり岸本区長のね、今の立場を守るっていうのは、いろんな意味でね、多方面の人に利益があると思いますんで、岸本さんフェミニストなので、はい。なのでですね、皆さん応援しましょう。2027年4月は統一地方選挙でございます。はい。あとはですね、これちょっと参考リンクなんですけど、反 LGBTQ+ 関連の要注意の差別用語集ということで、これ差別用語だらけなのであまり読みませんが、これ一覧になってるのちょっと便利だと思ったので、後で、ですね、エステクエルマブさんですけれども、リンクしておきます。
LGBTQ プラスにもしかしたらね、最近関心を持ったという方もいるかもしれないですけど、来週ね、ディスコードの方でですね、こういう企画やろうと思ってるので、差別用語に関しては本当、注意してください。当事者の方が言う分にはね、必ずしも差別とは言い切れないこともあるんですけれども、大体、今、辞任〇〇問題とかもあるわけで、差別的なニュアンスを、感じさせるものってね、たくさんあるわけなんで、はい、その辺の言葉には私も気をつけていきたいと思います。あとこれもディスコードの方に紹介していただいたんですけど、性別岩バイブルっていうのがですね、日本語で翻訳されたそうです。性別岩バイブルは生きた文書です。このサイトの内容は性別岩の全体像をよりひどく書き出すために新しい項目の追加や改訂などを重ねながら、時とともに変化していますということで、海外ではなんか有名なサイトらしいんですけれども、トランスジェンダーの人たちとの、ですね、差別とかですね、どういったものかっていう、性別岩とはどういうもの、そもそもどういうものなのかっていうところを結構根本的なところから、解説してくださっているサイトです。とても良い内容だと思います。だから、性別違和をそもそも強く感じない人だってトランスジェンダーの中にはいらっしゃるわけですけれども、だからといってですね、本物のトランスではないとかね、そういうこと言うのって完全に差別なので、そういったね、何がじゃあトランスジェンダーなんだみたいな、疑問を持ってらっしゃる方はですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。はい。社会的に推定されたジェンダーと自己の、内面感覚との間に生ずる、断絶の経験こそが私たちが性別違和と呼ぶものである。性別人間論の内側にいるか外側にいるかに関わらず、ほぼ全てのトランスジェンダーの人に共通して見られるもので、これは時としてトランスコミュニティの中である種の政治的な話題にもなってきましたということでですね、もちろん身体違和感のある人が、多いですし、分かりやすいので、マジョリティ側の感覚からすると分かりやすいのでですね、手術を求める人であったり、そういった人たちということで、ね、理解されてきたわけですが、必ずしもやっぱそうではないというところですね。はい。ということでですね、ぜひともそういう、こういった資料とかで、ですね、時間あるとき、プライド月間なので、皆さん読んでいただきたいと思います。だから差別用語はね、知ってて、やっぱりね、対応しなきゃダメだと思いますよ。下手するとね、トランスヘイターの人たちとかそうだけど、こういうことで我々より勉強してるから、なんかね、二言目にはこういうこと言ってくるわけですよ。だからね、お前はなんかね、なんたらかんたらを知らないのかみたいなね、この概念を知らんのかみたいなことを、ここで読みませんけど、言ってくる可能性があるので、そういった時にですね、反論するというか、反論するっていうかね、あなたはそういう概念を信じちゃってる人なんですねっていうことを指摘するのはね、必要なことだと思います。50s プロジェクトですが、トランスジェンダーやノンバイナリーの方々も対象になっています。そうなんですね。援助を受けるにはトランス差別を許さないと宣言することが求められていると。それは素晴らしい。ありがとうございます。非常に包括的ですね。はい。最近 YouTube で参政党の広告がよく流れます。地方選挙の候補を600人出しますという内容。またあれですか、人工芝運動ですか。ね、結局金で動員してますよね、あいつら。もう隠しもしなくなってきてますね。トランス許さない系リベラルや左翼、ちょこちょこ言いますけどね、あの人たちはね、本質的にだから、そのリベラリズムとか平等主義に反しているのでですね、反省していただきたいと思います。アンナイさん、こんにちは。今来ました。ということで、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。左翼リベラルやライが差別語から発生した、なるほど。という言葉を頻繁に使って、この時代にも目にするのがものすごく違和感がありますということで、当たり前ですね。それ差別用語なんで、絶対使っちゃダメですよ。はい。ですね。そう、わかりやすいっていうね、時に当事者の方にとっては暴力になるので、本当気をつけないと、私もよくやらかしますけれども、やっぱり言っちゃいけないことはあるのでですね、遺伝子と表現とジェンダー全部別々のものだし、やっぱりその辺のニュアンスって当事者の方でしかわかんないところもあると思うので、わからないことに関しては、あんまり言わないと、不用意なこと言わないとか、お前も来週大丈夫なのかという感じが今してきましたが、はい。そういうことは必要だと思いますよね。故郷でも参政党躍進しつつあり、モスクなどを止めようとしている。
でもね、今の SNS、こういうデマで選挙をですね、やっぱり放置しておいて、もちろん自民党も得してると思いますけど、参政党みたいな政党が一番得してると思うので、いや、本当になんとかしないと、やっぱり有料広告出すの禁止すべきだと思います。はい。政党の有料広告全部禁止でいいですよ。もう私もね、アフィリエイト取り上げられるかもしれないですけど、しょうがないでしょ、もはや。ここまで社会問題になっててね、門博子さんとかね、参政党みたいな人たちばっかりになってしまったらね、もう遅いですからね。社会が完全に破壊されるので、はい。トランスの人たちをなんか盾にするようなことだとしたら、それはね、主張として間違ってますけど、トランス差別に反対するのは当たり前のことですよ。はい。ちょっと注意してくださいね。気を使っているようで、この人分かってないなとなるのがジェンダーさ、それ、誰だったかな、なんか当事者の方言ってたら、ごめんなさい、ちょっと名前がポンと出てこなかったんだけど、ですね、分かってないんですよね。分かってないっていうか、そういうなんか俗語みたいな呼び方をしてしまう時点で、差別用語ではないですけど、要は、なんかトランスジェンダーっていう言葉を覚えてないから、そういう言い方をしてしまうわけですよね。それはちょっとないよなと思いますよね。だから心の性別みたいなのも言っちゃったけど、同じでですね、差別になりかねないので、やっぱり言うべきじゃないですよ。はい。当事者の人で分かりやすい説明としてそういうことを言う人はいますけれども、それは、尊重すべきというか、非難すべきことではないですけどね。はい。常識のマウンティングは厄介なこと、この上ないですね。はい。ですね。分かりやすくするとか、かえって分かりにくくなる気がします。一元的な見方になってしまう。そうですね。そもそも、セクシャリティとかジェンダーって極めて複雑なものなんで、極めて複雑なものは極めて複雑であるっていうふうに言わなければいけません。はい。そもそもそれをね、パキッと二分割するっていうのがいかに乱暴で暴力的かっていうのはですね、こういう図を見ても一発でわかるわけですよね。はい。そもそもね、ありとあらゆる人からジェンダーから自由じゃないですからね。はい。ジェンダーを超越できたらもう人間を超えてますよ。はい。ペンキツアディッセさんの言葉の時にチャット欄でもそういうコメントありましたよね。ああ、そうですね。だからね、それはやっぱり言っちゃいけないことですよね。クドカンのドラマの人物紹介にもそういうのあった。そうなの？あれですか？なんだっけ？なんかろくでもないやつ。また名前忘れた。なんかね、ああいう不愉快なドラマをなんかですね、あれですよね。名前を忘れるんだけど、クドカンのなんかハンポリコレみたいなね、不愉快なドラマが昔あったんですけど、そういったですね、表現は、非常に良くないと思いますし、ショービズの人は、不定ほど、そう思い出した。ショービズの人は深く反省してほしいと思います。ハリウッド、ですね、ネットフリの、トランスジェンダーとハリウッドを見てください、皆さん。はい。言葉足らずですいません。ジェンダーはすべての人に関わるもので、なるほど。そういう意味ですね。ありがとうございます。そう、不適切にも程があるですね。やっぱりろくでもないやつね。大体、クドカンのろくでもないやつで、それ不適切にも程があるってということがわかるというですね。いや、本当に評判悪かったからね、あれ。私の周りの人たちみんなボロカスに言ってたからね。だから、彼が、彼というか、ディレクターの人なのか知らんけど、個人的にそういうなんか右翼っぽいことを信じてるのかどうか知らないですけれども、だからね、あれをお茶の間で放送するっていうのがどういう意味かということを理解してるのかっていうことで、2024年にもなって不適切にも程があるのはこのドラマではないかというようなぐらいですね。もうボロカス言われてた記憶しかないですね。はい。それぐらい内容がひどかったですね。別に見なくていいですが、一応こういうドラマが24年の金曜ドラマ枠でありました。はい。安倍貞夫さんもこういうのに出ないでほしいな、本当に。ということでですね。こういったね、揶揄とか長老は尽きないわけですけれども、こういうの知識をちゃんとね、身につけて、少しでも対抗していきたいなと、思いますね。はい。
で、まあ、あんまりですね、日本でそういうね、今苦しい状況でいい材料がないんですけれども、アメリカでちょっといいニュースがありましたんで、ちょっとお話しします。アダム・ハマウィ博士という方がですね、議員に当選いたしました。おめでとうございます。彼はどういう人かというと、ガザとヨルダン川西岸でボランティアとして活動した戦闘外相外科医で退役軍人、イリノイ州上院議員、タミー・ダックワスワースの命を救った人物でもあるが、彼が、ですね、ニュージャージー地区の、次の連邦下院議員に、当選しました。おめでとうございます。快挙ですね。またパレスチナ系アメリカ人の人が、議員さんになりましたよ。バーニー・サンダースや AOC、進歩議員同盟、ジャスティス・デモクラッツ・アワー・レボリューションなどありとあらゆる左派勢力の、支援を受けたそうです。はい。ようやくなんかこの辺の人たち団結するようになってきて、まあうちはも結構すごかったんですけど、未だにね、いや AOC はシオリストだからみたいなことを言ってる人が結構見かけるのですが、いやそんなことねえっていう。まあマムダニさんが出てきてくれてね、ようやくこの辺の人たち団結してくれたような気がするんで、それは本当にいい傾向だと思います。まあトランプがあまりにもひどいので、あれなんですけれども、ということでですね、またパレスチナの声を代表する人がですね、アメリカで、議員さんになられたので、まあこの調子でですね、どんどんね、パレスチナ系議員とかね、LGBTQ+ の人が増えていけばいいなと思っております。まあ簡単ではないでしょうけどね。いやーすごいですよね。ほんとすごい。でも日本でね、ほんとね、海外ルーツの人でさえ当選しないからね、なんかね、そう考えると暗い気持ちになっちゃうんですけど、いや、さすがに大統領はもうだいぶ諦めたんじゃないですか。だから最初かなり、まあそのユダヤ系の人たちの支持者の人で気使ってあんまりイスラエルを強く言わなかったからシオニスト呼ばわりとかされたわけですけども、吹っ切ってもうネタニヤフ批判に全力出してるじゃないですか。まあ、彼でね、シオニストの票はもう全部サンダース失ったと思うんですけど、まあでも正しいことをしたと思います。はい。だからね、だけどこの辺のね、やっぱり進歩下院議員同盟に入ってるような人がね、大統領になればアメリカ一気に変わると思うんですけど、なんかな、民主党でパッとした人がいないんだよな。AOC さんもちょっと若すぎますからね、なんかアメリカの政治家っていうか大統領になる人って結構一定は50歳以上とか、まあ日本とまあ似てるけども、家父長的なところがあるから、どうなんだろうな。なんか50代ぐらいの人みんな微妙ですよね。というちょっと困ってるのですが、まあ日本も人材不足はね、全くアメリカのことを笑えないので、はい。あとですね、韓国の話なんですけど、まあ、先日ソウルの選挙はちょっと残念な結果になってしまったんですが、韓国の人たちのデモにかける情熱がすごい。半年間毎日集会する団体や、毎週集会する団体があったそうな。だから参加者はいつでもどこかのデモに参加することができた。さらには、これよく、まあ、最近で日本でもちょっとそういう動きがあったみたいですけど、先払いといってデモを支援する人たちのお金が飲食店に入っており、デモ参加者は無料で飲食することができた。いわば飲食を通じた連帯があった。そんな韓国のデモはどこか祝祭のようなムードがあったと。キム・ヨンファさんのメガホンとペンライトというですね、書籍で紹介されているそうなんですけど、非常に参考になるなと思います。まあ、今のペンライトでもね、ノリが軽すぎるとかポピュリズムだって言ってる、そのすごく真面目な左派の人たちが結構私のですね、タイムラインにもいて、非常に気持ちはわかるんですけど、私もどちらかというと、もともと彼らに近いから、非常に気持ちはわかるんだけど、でもやっぱりね、ああしていかないと大衆運動にならないんじゃないかと思いますよね。まあ、韓国もそうだし、まあ、中国もね、潰されてしまったけど、香港デモもそういうところあったし、日本のデモもそうだけど、やっぱり祝祭的な雰囲気だとかね、まあ、どこか明るく地道にね、趣味みたいな範囲で続けていけるよみたいなのがないと、やっぱりデモって長続きしないし、特にそのデモカルチャーがあんまりない、まあ、韓国はあるけどね、日本みたいな国だとね、厳しいんじゃないかっていう気がするんですよね。なので、まあ、気軽に無料飲食したいっていう動機でデモに行く人とかで、今後増えてくれればいいのかなとは思います。
そう、豆谷さん市長になったからね、全然パレスチナ系アメリカ人の市長とかありえますからね。なんか向こうはその希望があるのがね、羨ましいといえば羨ましい。まあトランプは本当にひどい。我々と比べ物にならないぐらいひどいし、パランティアもひどいから、もちろんその状況はアメリカの方がひどいですけどね。そう、だから高市やめろデモが、まあこうやって草の根的にやっぱり本当に草の根でやってるわけですから、やっぱりそういうね、なんだろう、ポピュリズム的なところも少しは許容していかないとなかなか続かないっていう気はしますよね。うん。まあそうですね。だからデモを交えなければ、どうだろう。ポピュリズムのね、弊害みたいなものはね、そんなに顕在化しないと思うので、陰謀説とかね、流れ出したらちょっと危ういなと思いますけどね、それは本当気をつけた方がいいと思いますけど、結構ノリでみんなリポストしたりとかしてる人もいるし、まあね、本当ね、誤情報みたいなのには気をつけた方がいいと思うし、まあ私も人のこと言えないので、今後も注意していきますけどね。ただそういうのがね、汚染されなければ大丈夫じゃないかなという気もするんですけどね。うん。人権のために頑張ることが祝祭なのはむしろ素敵なことじゃないでしょうかって、ね、そうなんですよね。だから本来はポジティブな目的のために我々頑張ってるはずなので、はい。あんまりね、ずっと暗い顔してやってるのもね、それはそれで違うかなと。ガチの反ヘイトデモとかとはやっぱりちょっと違いますからね。はい。もちろん反ヘイトデモも必要だと思いますが、ちゅうことですかね。ですね。他何か皆さんございますでしょうか？なんか割ともう言いたいことを次から次へと言いまくっていたんですけどむしろポピュリストから運動を取り戻した。ああ、なるほど。そういう見方もできるわけですね。確かに、なんか今、デマ勢力とかね、財務省を買いたいみたいな、まあ左にも右にもいたわけじゃないですか。ああいうどうしようもない人たちからね、デモを取り戻したとは言えるかもしれないですね。まああれはね、もう陰謀説だったから、どう見ても続かないし、一時の熱狂でまあ終わっちゃったわけですけど、ああいう感じではないですからね。はい。まあ国民の生活がやばくなったらね、そう、デモを参加せざるを得ないんですよ。だからね、それは、本当ね、今言ってる人たち、私は偉いと思うし、市民の義務ですからね、デモに行くのって。だから、もちろんね、体調不良であるとか、そういったことで、行けない人はしょうがないですけれども、やっぱりね、暇とかね、体力があるんだったら一人でも多く行ってくださいよっていう、まあ今状況なんですよね。で、それ、思想的なね、左右もあんまり関係ないので、はい。ですね。今ちょっと探してみたら、なんだ。難民デモじゃない、難民フェスの、こちら本当のフェスですけれども、移民難民フェスのタイムテーブルとマップが、公開されたそうです。写真がいいなぁ。いやー、私一回行ってみたいんだけどなかなかちょっとそちらに行けないんですけど、もし行かれる方はですね、まあぜひこういうのは本当の祝祭なので、楽しんできてください。やっぱつれわさん、ここからです。最近のデモ関連見ていると、みんな統一教会の話しか知ってなくて、国内の日本会議や神道政治連盟や靖国みたいな極右組織にもうちょっと目を向けてほしいと思いました。ああ、なるほど。そうですね。まあ、やっぱりね、日本の反戦でも全部に連なる問題ですけど、どちらかというとね、なんだろうね、日本会議とか、ライブ問題に弱かったりとか、あんまり強調されなかったりとか、あとはやっぱ沖縄とかの扱いですよね。ね、琉球湖の話が忘れられたりとかしているので、それは、まあ今ね、沖縄の活動家の方が東京のデモに出てきて、訴えたり、沖縄に救助が適用されたことはないけど、あなた方は救助素晴らしいって言うけれどもと、沖縄にはね、ずっと憲法が適用されてないっていうような問題提起をされていて、これは本当素晴らしい傾向だと思うんですけど、10年前とかだとやっぱりそういうこともなかなか言えなかったわけですよね。はい。だからやっぱりね、日本国憲法はね、当然、誇れるものだと思いますけれども、それにやっぱりよって、守られてこなかった人っていうのがいるわけなんで、そこのことはね、考えなきゃいけないですよね。はい。もちろん天皇制の問題もありますし。ですね。あとは、
まああんまりこれ言うのは不真面目すぎるからちょっとあれなんだけど、なんだろう。なんか風刺とかお笑い子とかでもですね、結構人権の話をする人が出てきたりとか、まあ小竹正義感さんとかも最近活躍されてますけど、なんか虚構新聞もこんなこと言い出してね、センスいいなと思いましたね。昔もうちょっと霊障的だったと思うんだけど、非開示文書を黒塗りから虹塗りに政府落差不安払拭に躍起っていう、まあ虚構新聞って言えばなんか古いそういうウェブサイト、面白ウェブサイトですけれども、いや、これはさすがにセンスいいなと思いましたね。まあマスキングをですね、黒塗りからナフサ不足をですね、イメージを払拭するために、まあ虹塗りにするんだそうです。いや、素晴らしいですね。これやったらなんか高市さんを褒めてあげてもいいわ。まあ、無駄遣いですけどね、はっきり言って。ということでですね、まあ、透明性をね、高くすればですね、別にナフサを消費しなくてもいいんじゃないでしょうかみたいなコメントもついてるんですけど、はい。まあ、でもこういう冗談とか混じりながらね、政府批判を続けていくっていうのはね、まあ、表現の自由の点でもいいなと思いますけどね。そうですね、統一教会に全てを帰するのはね、排外主義にも接続しかねないし、まあ、それこそ山上徹也が言ってたこと、それですから、山上右翼ですからね。山上さん、ある意味、彼の境遇には同情してますけれども、彼は右翼なんで、勘違いしてはいけません。はい。韓国を敵視するがあまり、強硬に走った人なので、はい。ですね。まあ、当然彼の気持ちはわかるんだけど、ゲーミング隠蔽。フェスとか新規層を取り込めそうですね。そうですね。だからこういうのを入り口にね、入ってきてくれる人が増えればいいと思うんですよね。のり弁もグレードアップしてちょっと笑ってしまった。売名行為だって。虚構新聞最近面白いですよね。反省という和イシューのためデモの現場には人権主義に使ったまま、人種主義に使ったままの人もいると思いますが、そういう人にもゆっくり反差別の話ができればいいなと思います。そう。だからね、差別に反対する、演説があったことを先日の配信では取り上げましたけど、だからやっぱりね、人種差別反対であるとか、統一教会が生まれたことがそもそもね、日本のね、ああいう笹川とか、ああいう人たちのね、支援によるものであるとか、そういうところまでやっぱり突っ込んで知ってほしいですよね。そうすれば、やっぱり日本のね、罪深さっていうか、まあ、KCIA と組んでどんな悪いことしてきたかっていうのにも目が向くと思いますし、まあ、そうなるとなんかね、統一教会の侵略によってなんたらかんたらみたいなことは言えなくなるんじゃないかと思います。どちらかというとね、日本会議が主ですからね。はい。アナーキー公文書。いやでも高市政権は軍事的にはやっぱりジャブジャブ金をつぎ込んで社会保障や教育をつり詰めて強さを誇示しているんですから真理だなぁと。現実のニュースには虚構新聞みたいだから本家の虚構新聞がグレードアップせざるを得なかったのかもしれない。いやーなんかなそんなんばっかりだよなっていう。そうだ、これだ。ディスコでなんか皆さんが紹介してくださってたんですけど、ちょっと待ってくださいね。らしいタブでいいかな。ダヴィンチに載ってたんですけど、私、この無尽蔵って方全然知らなくって、全然知らないのに普通に読んでたんですけど、思想強いって何？お笑いのノンポリ化についてという、東大卒のですね、秀才芸人さんという、方らしいんですけど、お笑い番組で少しでもセンシティブな話題に触れた芸人がいたとき、周りが鬼の首を取ったように思想が強いとか炎上するとか言って茶化すのにはいつから定着したのでしょうか。そのために私が感じる違和感の正体こそ、お笑い界に蔓延するノンポリ化、政治的無関心であり、そしてそれはお笑いは受けなきゃ意味がないという、強力な呪縛によるものであり、政治風刺とかね、ないのはね、不健全ではないかというようなことを言っておられます。いや、なかなかすごいですね。やっぱりこういう、小竹さんもそうだけど、ちゃんと考えてる人もいるんだなっていう、なんか失礼な話だけど、いや、私基本的に吉本興業が本当嫌いで、松本人志とね、無関係に嫌いだったので、あんまりお笑い界にいい印象がなかったんですけど、日本のね、なかったんですけど、本当にね、こうやって真摯に考えてる方もいらっしゃるっていうのは、
少し希望があるなというふうに思いました。はい。だからですね、人前でね、受けてれば正義だっていうようなね、見せかけのこういう、プロレスみたいなのはね、慣れ合いでしかないですとか、正義とかね、政治的な主張、社会風刺、サタイヤがね、重要であるっていうようなことを言われておられます。はい。ね。素晴らしい記事。月刊ダヴィンチは休刊するとのことで悔やまれますね。ウェブメディアとしては存続する。あ、そうなんだ。月刊ダヴィンチそういえば休刊するってそういえば言ってましたもんね、前に。そっか、なんかね、覚醒の感がありますね。なんか私が、年がバレそうだけど、若い頃だったらね、ダヴィンチといえば、なんかそういう、こういうね、芸能界で最新ニュースを取り上げられる、なんかおしゃれな雑誌だったっていうイメージなんですけどね。うん。まあそんなね、時代も遠くなりけりなのかなっていう感じですけど、でもウェブメディアになってなんかこういう突っ込んだ記事出してるようになるのはね、いいかもしれないですね。はい。だからね、本当はマスメディアがこういうのを大々的に報道してくれればね、なんか言うことないんですけどね。全然そういう状況でないので、タブロイド紙とかね、昔のこういうそのサブカル雑誌とかおしゃれ系の雑誌が頑張っているというのは、もうちょっとなんとかならないのかなという気はしますけどね。はい。芸人を高い位置で嘘つきコンテやれやっていうですね。でも YouTube で本当ね、風刺芸人でやってる人たちは一部いらっしゃいますけれども、そういう人たちだけなんですよね、本当にやってるのが。だからそれもどうかと思うよな。まあ確かになんでしょうね、アメリカのスタンダップコメディアンの人たちってそういう差別的なこととか言ったりするし、向こうもそれはそれでね、ちょっと問題あったりしますけれども、先日ポール・マッカートニーと共演した人のこと紹介しましたけれども、やっぱりね、ああいう風に毎週ね、トランプのね、徹底的な悪口とか言いまくるっていうのが、向こうのコメディアンの人たち普通なので、やっぱり日本が全くそういう文化がないっていうのはちょっとどうかと思いますよね。差がありすぎでしょう。はい。もちろんなんか差別的なこととか誹謗中傷とかそういうのをね、ばらまけばいいとは思いませんけれども、なんかね、サタデーナイトライブレベルのことでさえできないっていうのはね、まあちょっと健全じゃないですよね。はい。清水美智子さんの津軽海峡冬景色の会歌非公開になってました。そうなんですか？あれですよね。ホルムズ海峡みたいなの歌ったやつですよね。そんな、ね、なんでしょうね。清水さんだからね、数少ないそういう、ガチでドストレートな、風刺ソングとかね、パロディソングをやってらっしゃる方なんですけど、いやー、なんかな、そういうのでさえ公開できなくなると、本当だ、動画が非公開になってる。なんかやだな。ちょっと恐ろしいですね。ねえ、どこかからヒアリングを受けてしまったのでしょうか。清水美智子さんのですね、ホルムズ海峡冬景色という、ちょっとさすがにここでは流すわけにいかないんですけどね、でも動画 YouTube じゃねなんだっけ、X に無断転載なの残ってるから、これをあれしておくか。ホルムズ海峡冬景色ですね。はい。さすがに音声を流すとバンされそうなんで流せませんが、こういう映像だったんですよ。UAE 発のね、運搬船が浮遊したまま、今もね、救出されてないわけでしょ。で、アラブの海域が荒れ模様になっていて、いや、ほんとこの曲良かったんですけどね。だから、清水さんね、ほんとね、まあ、差別とかにも結構それなりに気使ってるし、やっぱり女性だからなのかな、ジェンダーでは判断するのもあれだと思うけど、男性みたいに性差別的な笑いしないところがね、あんまりいいですね。はい。だから、お前が一人ね、連絡船に乗れっていう、このフレーズ、最高ですね。まあ、これトランプに対して言ってるんですよ。まあ、高市にも言ってほしかったけど。でここでね、拍手が起きて、舵を取って、まあ責任取っていらんことをするなと。いやー、でもこれ不公開だったんだ。なんでだろうな。なんか、有料で販売するとかだったらまあわかるんですけど、さすがに売れないと思うので、どうなんでしょう。
今も非公開ですね。ギャンブル歴サコカラスです。ホルムズ海峡冬景色はね、冬景色が冬になってるんですよ、これ。二重三重に封じされてるんですけどもね、清水さんもな、だから、こういう状況になるとさすがに思ってらっしゃらなかったでしょうね。だから今だとちょっと不謹慎な確かにニュアンスはあるとは思うんですよ。実際船員の人たちが苦しんでいるわけなので、でもそれは清水ミチコさんが悪いんじゃなくてトランプと高市が悪いですからね。はい。トランプが悪いんです。高市が悪いんです。はい。もちろんイランも責任あるけれども、だからなんでこうね、良識ある人たちが勇気を持ってちゃんと声を上げているにもかかわらず、まあ大手メディアやね、政治家の人たちがそれを無視するというのは、まあ極めて不健全な状態だと思いますね。会場の空気いいですよね。これ後でリンクね、ちょっと無断転載だけど、しょうがないから、後でリンクだけ貼っときますけれども、はい。ね、会場の人たちが温かい拍手とかしててですね、とても良い雰囲気の動画です。権力を批判するのがエンターテイナーだと思いますけどね。権力のない素人や権力勾配のある相手をディスっている今のエンタメは解体しましょうっていうね。でも松本人志の最大の罪そこですよね。いやもちろんね、性暴力は論外なんですけれども、やつのやっぱり笑いは間違ってますよね。やっぱり見てて気分悪いし、弱者いじめのニュアンスがあるじゃないですか。ああいうのは私良くないと思います。はい。そう、非常にキレがあってロックな替え歌ですね。はい。そう、だからね、イランはね、再三そうなんですよ。だから、イランが悪いって一生懸命言ってる人、未だにいますけれども、そもそも、荒口さんとか、ペゼキシュアンさんとかは、日本は通っていいぞって言ってくれてるじゃないですか。もちろん、そのね、別に、なんでしょうね、親日、反日とかそういう問題ではなく、その、ね、政治的な、アメリカから引き離す戦略みたいなのがね、もちろん日本はね、石油なきゃ困るわけですから、そういった動きかもしれないですけれども、まあ、そもそも日本をね、飢えさせることにね、イランに何のメリットもないわけなので、はい。だから、多分まともに交渉すれば、お金払えばね、通してくれたはずなんですよ。でもそれを避けて、全突破してるのが、まあ、高市政権なわけですよね。おかしいですよね、どう考えたって。だからね、物事を正しくするためにはね、だからなんでしょう。明らかに間違った政策をしているね、なんでしょう、高市さんのことを風刺さえもできないとしたらね、それは本当完全に間違ってますよね。はい。思いますけどね。最近11年前に買った、音楽誌のローリングストーンを見返したら特集が緊急対談意見安保法案、可決後の日本その課題浜田邦夫でした。その後ローリングストーンジャパンという名前に変わったりいろいろ変わったそうで今がどうなのかわからないですが今も音楽雑誌でこういう政治批判やっててほしいなと思いましたと。ローリングストーン誌はね、有料なんで、私読んではいないんですけど、アメリカのもね、本家ローリングストーン誌は、今最近もね、トランプ批判の長大な記事出したりとかしてるみたいですね。日本はどうなんでしょうね。なんかあんまり期待できないんだけど。いやー。清水さんは政治家は全員笑いに変えてやるという気概に満ちてますよね。高市さんに石破さんに小池百合子に蓮舫さんまでネタに消化されているので逆に信頼が受けるというね。まあ彼女は全く忖度しないですからね。別に政治的には基本のんぽりな人だと思うし、だからね、清水ミチコさんを左翼だとかなんだとか言い出したら終わりだと思うんですけど。なんかいよいよもってそういうこと言い出すようになったらもうおしまいの感がありますね。だからパロディなんですからパロディにやっぱり目くじら立てて怒り出すってね、独裁者ムーブですよね、どっちかというと。はい。でローリングストーン誌のやつどこ行ったかな。まあでもローリングストーンにしろなんでしょうね。防具にしろそうですけれども、ファッション雑誌とか音楽雑誌って基本なんかそういう
政府に対してとか、厳しい見方をしたりとかね、強い風刺をしたりするっていうのね、普通なんですけどね、欧米では普通だから。で、日本ってアメリカ大好きなのになんかそういうところは真似しないのがおかしいなと思いますよね。はい。これちょっと違う記事、私が見たのとは違う記事ですけど、ストーン氏自体はね、ちょっと有料なんで開けないんですけど、トランプの2期目中に彼が直面した様々な起訴について議論する際、コミー氏はこう語っています。私はトランプの私や多くの人に対するアプローチは人々に対して仕返しのようになっていると思うというですね、ジェームズ・コミーさんっていう人のインタビューをして、司法制度党派的な運営に関することに関して警告を発しています。党派への忠誠心、人種を、人種信条、財産を、基準にしているならそれは機能しないです。コミーは独立した機関を維持することが大事だと述べていますというですね。でこういう左派的な人のね、インタビューとかで積極的にやってるんですよね、ローリングストーンって。やっぱ偉いですよね。文化系雑誌なんですけれども、こういうね、声をね、積極的にちゃんと取り上げることはね、必要だと思います。そう、防具もね、フェミニズム特集とかやってたの防具ですからね。リフォードファッションとかライフスタイル系の雑誌はどちらかというと自己啓発にそうですね、全体としてはそうなんですけどね、でもああいう雑誌もやっぱあるっていうか、海外発の雑誌はやっぱああいうのありますよね。漫才作家の走りである秋田実は吉本興業に所属していましたが、戦前から左派系の活動をしていました。漫才自体に政権批判があったかは分かりません。あ、そうなんですね。ありがとうございます。すいません。全然ちゃんと知らなかったので、あれでしたね。申し訳ない。吉本にいるからといって、もちろんね、全部ああいうなんか松本人志みたいな人かというと、もちろんそんなことはないと思うんですけどね。はい。で、これ、先ほどね、ちらっと話しましたけれども、沖縄の問題をなかったことにしない大学院生が東京でデモをする理由ということで、ちょっと無料プレゼント記事にもなってるみたいなんで、あとよかったらツイッターでとかで検索してみてみればいいと思いますが、崎山さんですね、最近なんかアベマプライムに出てて、誹謗中傷を浴びたりしてて、ちょっとかわいそうだったんですけど、沖縄に集中する米軍基地、繰り返される性暴力事件、背景にある不平等を肌で感じたときに思った。これは沖縄の人だけが背負う問題なのか。沖縄出身の、慶応大学で法律を学んでいる崎山さんは、東京の街頭に立ち SNS で発信を続ける原点だと思います。傷つくこともあるが、それでも小さな行動を続ける思いを聞きましたということでですね。彼女に対する誹謗中傷、ほんとひどいんですけど、でもやっぱりこういうね、なんでしょうね、こういう方が声を塞ぐようになったら本当終わりだと思いますよ。ね、ずっと東京でですね、沖縄連帯とかパレスチナ連帯についてね、崎山ソラネさんね、取り上げられてくれてる人なんですけど、だから彼女がね、やっぱり大規模デモとかに出てきて、演説とかされてることはとても良いことだと思います。で、日米地位協定の改正と、うちなんちの人権を守るということでですね、ずっと主張されているので、だから逆に言うと、こういう人を排除するようになったら、なかなかね、球場デモっていうのもね、連帯も広がっていかないと思うので、どんどんつながっていくべきじゃないかなと思いますけどね。はい。そうですね。残念ながら会社として見るともうダメになってしまいましたね。いつから洗っちゃったんでしょうね。私、吉本のだからあんまり好きじゃなかった。物事ついた時からもう好きじゃなかったから、あんまり歴史とかよく知らなくてお笑い好きの方には申し訳ないんですけど、もちろん素晴らしい芸人さんもたくさんいたんだと思いますけどね。なんであんな感じになっちゃったんでしょうね。ローリングストーン名前にジャパンがついてからの表紙をこの前ざっと調べたんですが、一つだけジェンダー平等に関する特集を見つけられましたが、それ以外で政治的な特集の記述が見つからなかったです。あ、そうなんだ。なんでジャパンって名前がつくとダメなんでしょうね。困ったものだな。ということでですね。弁護士になって不平等を変えたいと大学は法学部を志望してました。先山様の話に戻りますが、日米地位協定の見直しを夢に掲げたものの東京に来て会話ニュースで基地問題が出てくることは少なく、沖縄の基地問題に全然関心が持たれてないことに気づきましたと。平和運動をやってる人たちの間でもやっぱり沖縄のね、問題に全く関心がない人が多いっていうのはね、非常に由々しき問題だと思いますし、
9条平和は素晴らしいという、それは一面的には事実なんですけど、でもその9条が沖縄には適用されてなかったっていうのも事実だと思うので、やはりそれはね、批判的に受け止めなきゃいけないことだと思いますよね。そう、やっぱり自民党と手を組んだところから堕落が始まってるんだと思いますけど、なんで手組んじゃったんだろうな。その辺のね、動きっていうか本当にがっつり組み始めたのがいつ頃かっていうことですよね。クールジャパン機構とか作る頃にはもうお金が流れるようになってたからね、相当なことになってたと思うんですけど、いやーね、やっぱ日本のメディアがもっと頑張ってほしいですね。なかなか私もずっとそう願い続けてるけど、なんかうまくいかないですけどね。はい。ということでですね、今の世の中ではなかなか、少しずつ草の根で、人工芝でない運動をね、こうやって続けていくしかないわけですが、その中でもね、清水さんみたいな方がいたりとか、少しずつね、希望的な材料はないわけではないと思うので、そうですね、東京オリンピックの広報やりだした時に腐敗が極まった感じしますね。あの時のメディアマジですごかったですからね。あれでもうブチ切れて私、反オリンピックデモとか行くようになったんですよ。それでね、社会運動みたいなのに多少足を突っ込むようになったので、今考えれば良かったのか悪かったのか、よくわかりませんが、とにかくね、やっぱりメディアが腐敗しているとですね、このようなね、大本営発表をしだすとですね、戦前まっしぐらという感じなので、ちょっと目を覚ましていただきたいですね。あなた方が自分が何をやっているのか、見つめ直すことを望みます。はい。見つめ直すことを望みますし、野党の方々はね、頑張ってほしいなと思いますけれども、中小問題は今回の本質ではなく、ノーボーダーのね、利益供与の問題から攻めた方が、木下を逮捕できる可能性がワンチャンあるから、その辺ですね。現代ビジネスさんも言ってくれてるし、現代ビジネスの内容もね、取り上げられてるんで、少しずつ内容広がってきてるとは思うんですけれども、この辺のメディアの人とかね、野党議員の人は頑張っていただきたいなと思います。はい。ということでですね、高市のメガンテ解散を、やめさせましょう。はい。AKB 総選挙にも金出してたっていう、そうなんだ。ひでえな。大阪万博もあれでして、いや、ほんとね、大阪万博とね、東京万博はもうメディアの腐敗の頂点みたいな感じでしたよね。みんな忖度してましたからね。沖縄が舞台のフェンスというドラマがジェンダー面で一部危ういと思える描写がありつつも沖縄の状況を包摂的に書かれててよかったので多くの人に見てほしいです。ありがとうございます。烏丸さんの転換ってそうなんですよ、実を言うと。いや、あまりにもね、だからね、東京オリンピックにムカつきすぎて、だって人が死んだりとか、だからそれこそね、当時もそうだし、今回の大阪万博もそうだったけれども、下請け業者の方が亡くなったりとかしてんのに、小池百合子って人がね、兵器の閉鎖みたいな感じでね、排除いたしますじゃないけど、普通にデモじゃない、デモ潰しみたいなことまで言い出してたから、さすがに許せんと思ってね、デモに行ったのがそこなんですよね。フェイスはそうですね、ワウワウで放送されたね、連続ドラマですね。はい。いや、これ見ようと思って見てないんだよな。ごめんなさい、マジで。あれ、今どこでやったっけ？あれですよね。アマプラだったっけ？ですね、見る手段がですね、今増えてるはずなので、はい、皆さん検索してみてください。もともとワウワウかな？はい。バーサクさん、お久しぶりです。久しぶりリアタイ来れましたが、そろそろ終わっちゃうかなということで、そろそろね、あれしようかなと思ってたんですけど、なんかありますでしょうか？お久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。確かアマプラで見れますよね。はい。ということで、皆さん、フェイス検索してみてください。私も見ます。ごめんなさい。ですね。いや、だからな、やっぱな、本当デニー知事を守らないと、という感じなんですけどね。ですね。岸本さんのね、大決起集会の話がこれ出てきてる。これをあれしよう。リポストしとこう。あとね、ですね、今いらっしゃったバーサクさんにちょっとお話ししておきたいんですけど、岸本聡子さんがやばいので、皆さん応援しましょうという話をしておりました。
なんか杉並区長選挙がね、またなんか不正選挙みたいな勢いで、自民党が変な動画を流しまくってるらしいのでですね、皆さん、岸本さんを守りましょう。はい。ですね。なのでですね、もちろんね、岸本さんがやったことだって完璧ではないと思うんですけれども、でも岸本区政の評価をする前になんか誹謗中傷みたいなことしだしてるのは本当におかしいと思うので、はい、やめさせましょう。というか、こういったね、不正選挙みたいなものが横行すること自体が、理解できません。はい。ですね。なかなか来れなくてすみません。いやいやいや、とんでもないです。高市とかトランプとか野蛮権多すぎて本当に追いつかないですよね。はい。だからですね、まあ私もだから事実上ね、2回とも時事の話やってるんですよ。来週はちょっと違う企画やろうと思ってるんですけど、そう、デマと戦わなきゃいけないですよね。あまりにもね、高市政権のやることがひどすぎて、なんか全てにおいて批判してるとね、時間が何時間あっても足りないんですよ。はい。だからですね、週刊文春電子版の音声をもとに高い声で、一部音声公開したんだ。文春もですね、一部音声を公開しているそうでございますので、はい、よかったら皆さんも、文春見ましょう。はい。だから、文春もだからね、タブロイド紙なので、すべてがね、もちろん潔癖ではないし、もちろん反差別でもなんでもないわけですけれども、だけど、ね、ちゃんと批判するメディアが他にないから、やっぱり私たちとしては頼らざるを得ないっすよね。はい。日本も世界も政治や社会がネットミームに吸収されていて怖いですね。いや、ほんとね、トランプなんてただのネットミームみたいな存在だったのに、今やなんか世界の大魔王みたいになっちゃいましたからね。ありえないですよね。なんでそういう流れになるんだという。はい。やっぱりデマとか情報環境が悪いんだと思いますよ。週刊文春電子版の音声を確認したと述べた上で、秘書本人かどうかあのような音声を元に判断することは難しゅうございます。かなり高い声でハキハキと喋っていたので違和感がありましたなどと答えましたが、ズーム会議の音声は有料かな？有料記事で見れるのかな？で、音声の記事はこちらって書いてあるけど。はい。つうことでですね、まあ、有料会員になってる人は見れると思いますし、まあ、電子版高いのでね、雑誌版で買えばですね、文字起こしなどは聞けると思います。これ流れるのか。流したらさすがにバーされるから。リンク貼っておきます。はい。証拠音声をですね、なんか無料で提供してくれるっぽいので、皆さん聞きましょう。はい。ちゃんと動画にしてくれてるな、これ。素晴らしいな。はい。ということでね、まあ、週刊現代とやっぱり週刊文春を孤立させてはいけないですよ。はい。なんかね、このデマだらけの世の中の中で、ちゃんとね、真相追求をしてるのはね、タブロイド紙しかいないというのは、ちょっと非常にひどい状況ではありますけれども、まあ、だからといってね、やらせる、向こうの好き勝手にさせるわけにはいかないのでね、そう、日本の報道の自由ランキングが本当低いですからね。日本の報道自由ランキングね、本当になんか、なんていうかね、なんか恥ずかしいと思ってほしいんですよね。だって G7 でももう最下位に近いですよ。アメリカがあまりにトランプがひどいので、ランキングがなんか大幅にですね、下がって64位とかになったんですよ。なので日本とおあいこぐらいに今なったんですけど、日本がね、62位かな。はい。ダメじゃんっていう感じですよね。G7 でこんな低い国珍しいですからね。はい。まあやっぱり結局これが問題なわけですよね。日本がこの真ん中の黄色い、とこです。62位ですね。イタリアが56位。イタリアもまあメローニで極右政権ですけど56位です。で、アメリカトランプ政権で64位。韓国47位、スペイン29位、台湾28位、フランス25位、カナダ20位、英国18位、ドイツ14位、ノルウェー1位ですね。まあ、ドイツはちょっと軍国化進んでて、まあ右翼も今強いので、ちょっと微妙なラインではありますけれども、でもドイツ以外は大体その民主主義指数に比例しているというか、
なんだかんだ言っても腐っても民主主義が機能してる国って、まあね、英国もだからリフォーム UK が伸長したりとか、まあ、ある程度デマゴーグがね、人気になっちゃうのはどの国でもあんまり変わってない気はしますけれども、やっぱ報道の自由度があるのとね、民主主義のね、盛んな国っていうのはね、大体比例しているとは思いますね。はい。イスラエル116位です。はい。香港は、まあ、かつてはね、民主主義国家並みだったんですけど、今は140位ですね。ロシア172、イラン177、中国178ということで、はい。まあ、こうしてみれば一目瞭然ですよね。文春が有料だから聞けない、無料にしたとなった。X で見かけてふふっとなりましたということでですね。まあ、文春みたいなメディアがまだね、禁止されていないというのはですね、ギリギリ米国並みの自由度は保っているということではあるので、まあ、この状況があるうちにですね、なんとかして韓国ぐらいにはなりたいですね、本当に。かつてはだって日本って上位だったんですよ。ドイツより上だった時期もあるんだから。はい。ハピネス、ヨウさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。日本の報道の自由ランキング低すぎだろっていう話してました。はい。ちなみにグラフも出てたんで見せるんですが、グラフこれなんですけど、皆さんお気づきでしょうか？ですね、急進してる時期があるんですよ。10位に近かったドイツを超えてた時期があって、まあ、2010年くらいだったので、まあ、何政権だったっけなっていう感じですよね。はい。で、2012年に、急落してるんですよ。不思議ですね。で、2014年ぐらいに60位まで落ちて、そこからは地べたを這いずるようにですね、まあ、上がったり下がったりしていたんですけれども、一番ひどい時期で70位ぐらいになってて、まあ、今は自由度62位ということですね。はい。はい。今となっては信じられないですね。悪夢の民主党政権じゃないですか。ちなみに民主党政権ってだからその子供のだからね貧困度の改善とかねそういう福祉系の指標で見るとねこういう感じで山になってるところがあるんですよ。不思議ですね。悪夢じゃなかったのかな。もちろん大震災とかあったので経済指標は下がったりとかいろいろありましたけれどいろいろありまして一面的に全てが良くなってたわけではないですけどあと出生率もめっちゃ改善してましたね。はい。悪夢の民主党政権ねその後のなんかね地獄のような低いグラフになってるのは何なんでしょうかね。地獄のなんとか政権ですね。軟骨渡る白氷渡りということでですね。いやこれ本当80以下まで落ちたらねもはや民主主義とは言えないのではないかっていう次元になりますからね。どちらかというとだから香港とかイスラエルの領域に近づくじゃないですかだから権威主義国家じゃんって感じなので、はい。まあ、イスラエルのメディアはね、鬼ほどひどくて、だからパレスチナ人の人たちを人間扱いしなかったりとかひどいんですけれども、まあそういったメディアのね、国に近づいてるという感じですよね。はい。08年あたりから高いので、報道の自由度が高まった時点で政権交代が起きた。まあそうですね。はい。だから麻生政権に対する風当たりとかも相当ひどかったので、はい。だからその時点で報道の自由がだいぶ改善されてたっていうことですからね。以前まとめた大手メディアの問題点、テレビ放送の強化認可に関する権限によってテレビ放送の権限が政府が握っている。まあそこが一番でかいと言われますよね。やっぱり高市さんが、総務省時代にやったこととかって政府の権限が相当強くないとできないことなわけじゃないですか。電波停波するとか。だからそれで民主主義国家としてはちょっと政府権限が強すぎるんですよね。まあ、あとは、まあそうですね、記者クラブ制度ですし、そうですね、検疫免許制度もあるし、内閣人事局の問題もありますよね。まとめありがとうございます。はい。だから、オールコントロールされてるわけではないけど、記者クラブ制度とね、やっぱり、なんだろう、総務省のね、権限強すぎで、ほとんどなんかそのダブルパンチでね、ありとあらゆるところがダメになっているので、もうやめた方がいいと思います、本当に。記者クラブ解体しましょう。せめて。はい。そう。その上でちゃんと順位できてるんだから大したものですよね。そう、民主党政権の時のね、報道は本当すごかったんですよね。だから、鳩山幸夫さんという人がですね、フルボッコリされて、退陣せざるを得なくなったわけですけど。いや、当時は確かにな、鳩山めっちゃ悪いやつだと思ってたもんな。いや、今でもそんな好きな政治家さんではないんですけど、正直言いますと。はい。ですね。
海外ではテレビ局が視聴者から直接受信料を受け取るケーブルテレビ方式なのに対し、日本のテレビ局は、無料放送であることによってスポンサーである大企業に忖度せざるを得ない。まあそうですね、そこも構造的問題ですよね。うん。めちゃめちゃありますね。まああとはやっぱり電通問題かな。電通との癒着はね、ほんとどうしようもなかったですね。はい。結局解消できないまま今に至るみたいなはいっていうところですかね。あと皆さん何かありますでしょうか。大手メディアはね、本当飼いならされているので、なんとかしろよという話をずっとしているんですけど、なかなか改善されないですよね。まあだからノルウェーがね、10年連続1位っていう時点でね、北欧諸国はね、悪の巣窟であるみたいなね、論旨が全部崩れると思うんですけど、報道の自由度これだけ高いんだからさ、そこまでひどい国だったら報道されてるだろうって、実際安楽死問題とか報道されてるじゃないですか、ガンガン。だから安楽死問題とかその性暴力のそういう申し立てが非常に多いっていうことでノルウェーのイメージ悪い人結構いると、ノルウェーとかね北欧のイメージ悪い人結構いると思うんですけど、逆に言うとそういうのが全部表に出る国なんですよ。マスコミが機能してるからですよね。はい。だからね、まあ日本はね、だから性犯罪の案数も多いと言われてますし、まあメディアがろくに報じないという問題もあるわけですよね。なんやかんやでだんだん良い時間になってきましたね。記者クラブ団結して権力者の圧から記者や個人市民を守るように行動するならいいんですけどね。はい。本来ではそういう役目のはずなんですけどね。なんでああなっちゃったんでしょうね。ほんと記者クラブの歴史がよくわかんないんだけど、解散してほしい。記者クラブ制度なんかトランプがやろうって言い出してソース化された制度です。それが日本では何十年も前から行われているっていうね。そういえばトランプはそうですね。そういうマスコミを統制しようっていう動きはずっと言ってるわけですからね。税金の透明性、そうですね。税金の透明性はね、さっき、いつだったっけ、話題に出したんですけど、どこだったっけな。日本ってね、特別にめちゃくちゃ低いわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ低いわけじゃないんだけど、100点満点中63点なんで、決して高いわけではないです。はい。いやランキングで見るとこんな感じ。はい。OECD 平均よりは、ちょっと、かなり低いですね。ギリギリ水準ラインみたいな感じですかね。はい。グローバル平均だとそれさすがに日本より低い国が独裁国家とかはね、ほとんど税金の使途わからないので、あれなんですけど、ニュージーランドやオーストラリアや韓国と比べるとその差一目瞭然っていう感じですね。はい。これでも、権威主義のね、中国とかと比べればマシな方ではあるんだけど、中国はそもそもね、税金の使途公開してないし、勝手に使ってるので、そりゃそうだろっていう。だから同一市場でね、比較していいのかなっていうところはありますけどね、民主主義国内だけでランキング作ったら多分もっと低いと思います。はい。微妙なラインなんですよね。だから日本でこういうランキング見ると全然すごくないんですよね。どちらかというと民主主義国家内ではランキングが低いので、どの水準見てもだけど、子供の貧困率高いしさ。だからなんか GDP だけがやたらでかいみたいなねよくわからない国になっちゃってるんですよね。思えば悪夢の民主討論といい、自民党の邪悪な世論調査 SNS 前からずっと盛んに行われてたんですね。そうですね。本当世論操作上手ですよね、彼らね。なんかそのテクニックっていうのは安倍政権時代以前からやっぱあったって、ノウハウが何かあったんでしょうね。はい。それはさすがに全部マスコミのせいだとは言えないし、マスコミがね、活躍してちゃんと動いてた時代からそうだったわけだから、やっぱりね、デマとか流すのが上手だという、全然、褒められたものではないあれがあるんでしょうけど、安倍政権で寿司ごちそうになったあたり、そうですね、上層部との癒着もありましたもんね。税金の透明性が高い国は格差が少なく人材流動性高い国でしょうね。つまり人参があるし国家議員になれる国であるということです。そうですね。ニュージーランドはそれにもう近いところまで実現してますよね。もちろんニュージーランドにも極右いるんですけど、前マオリ島とかを煽ったね極右の人たちめっちゃねハカとかやられて逃げ出したりとかしてたので、だいたいカウンターでやられるっていうねあれができてるんですけど、日本はね逆にカウンターの方が強いので、韓国とかもそうですよね。極右政権になっ
ったけど、一時なって危うかったけども、そこから盛り返したっていう、なんだろう、民主主義のそのバリアみたいなもんが弱いっていうのがですね、最大の欠点なんですよね。だからやっぱり高市政権みたいなのが生まれてしまうと、まあなかなかね、ハンガリーの民衆みたいに逆転できないっていうのがね、今厳しい状況なのかなと思いますね。盗撮犯を警察に突き出す YouTuber いますが、一人交番に届けて、現場検証中にまた一人見つけてを繰り返して、同じ駅で一人に3人とか捕まえたりしてて地獄があります。そうなんですか？それ日本の YouTuber？ すごいな。まあ、私人逮捕でないからは、自警活動にちょっと近いけど、まあ、正義の活動してるのか、一応。いや、ひどいな、本当に。ね、そもそも盗撮犯がそんなにいることがおかしいですね。ですね。税金透明性ランキングの首都はインドネシアなんですね。2位が韓国で3位がオーストラリアです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。なんか意外ですね。あ、日本なんですね。ありがとうございます。いやっていう。まあ、ちなみにですね、日本がはっきりと低い順位もありまして、透明性よりも予算プロセスの参加能力に関して言うと、日本こんな感じです。はい。うわーって感じですね。むしろ、下のから数えた方が早いみたいで、100点満点中26位ですよ。だから税金の使途の決定に関し、まあ我々のね、市民の意見ちゅうものがね、どれぐらい反映されてるかっていう話なんですけど、まあ中国とかはもうゼロなんでランキング外なんですが、フィジーとかと並んだ方が早いっていう。受けるなっていう、いや、受けないんですけど、まあ、いかに政府がね、我々の意見を無視して税金を使ってるかというのがよくわかるかなと思います。はい。まあ、韓国とかと比べると一目瞭然ですね。予算プロセスへの、国民参加の割合が、まあ、立法府での承認なんてのは100点満点中11点なのでみたいなまあ皆さんがやっぱり税金が不当に取られてるっていう感覚は透明性問題よりもやっぱりこっちの方が低いのかなってこっちの方がやっぱり問題あるのかなという感じがしますね。まあ実際に実装されてるのはまあ42点ぐらいはあるらしいんですけど、立法府で少なくとも要は我々が預かり知らんところで適当に税金の使い方が決められているっていうのが、まあ実際にね、民意を反映しない税金の使い方をしてるっていうところで、いくらまあ使い道とかが明確で何かしらの必要性があるとしても、それに市民側が納得してないっていう問題はあるかもしれないですね。子ども家庭庁の問題とかもね、あれもだから丁寧に説明すればね、なんかあんまりあんなに好き勝手決めてるイメージないと思うけど、実際はなんか完成婚活みたいなことまでやってるわけじゃないですか。誰もそんなの求めてねえっつうのっていう。でやっぱりそこがクローズアップされるとね、納得感がないですよね。はい。実感とランキングがぴったりだわってね。そう。だから不正に使われてるわけではないけれども、だからといっていいのかっていう話ですよね。外国人官僚を導入するのはどうでしょう。日本人官僚だけだと、それはね、どちらかというと、やっぱりおっしゃるように、日本人官僚がなんていうか、高学歴、大卒、男性に偏ってて、多様性が全くないところの方が問題あると思いますね。まあ、外国籍の人を助っ人で入れるのも、ありだと思いますけど、専門家のサポートとかっていう形の方がいいんじゃないかなと思いますよね。やっぱり女性とかね、LGBTQ+ の人をもっと登用してくださいっていう話ですよね。はい。だから、まあ、経産省がとんでもないトランスジェンダー差別してたことあったじゃないですか。あれも本当になんか、思い出すだけでムカつく事案があるんですけど、経済産業省ですよ。いや、確かに経産省だから逆に納得いくっていう話もあるんだけど、経産省がそぎ差別するってありえないですよね。はい。まあ皆さんね、トランスアライの方はね、結構皆さん知ってる話だと思いますけどですね、つい最近の話ですからね、
最高裁判決2023年11月1日トランスジェンダートイレ使用制限問題経済産業省事件ということで、現役の経産省職員であるトランスジェンダー女性が、性自認に基づくトイレの自由使用を経産省から認められなかったということで、人事院の判定がね差別であるということでですね、法廷を戦って高裁で、しかもねなんか経産省の言い分の方が正しいみたいな不当判決が下っちゃったんですけど、なんとか勝ってようやく2023年11月にですね女性トイレに行けるようになったっていう、なんで女子トイレに行かせねえんだよって意味がわからねえよっていう話なんですけれども、本当なんか日本の官僚の人たちのジェンダー感おかしいって2023年の事件ですからね、2003年でも私おかしいと思うけど信じられなかったですね、正直。はい。裁判の経過とか、当時追ってたので、当事者の方、当事者というか告訴した方も知ってるんですけど、はい。とんでもねえ話でございます。参考でリンク貼っとくので、後で、胸くそ悪いですが、興味ある人は読んでください。はい。ですね。そうです。トイレの件です。はい。ですね。女性 LGBTQ もね、議員や官僚に必要でしょうっていうですね、そう、パリテをね、法律で決めなきゃダメだと思いますよ、マジで。はい。まず官僚の人たちにパリテ適用してほしい。はい。もう政治家はね、あんまりもう期待できないから、はい。本当は政治家の人たちもやるべきだけどね。いや、本当に不寛容にも程があるし、で、トランスヘイターでしょ、経産省割ることって、当時は思ってましたね。しかも不当判決出ちゃうしね。信じられない、いろいろ信じられない事件でしたね。なんでそんなことで揉めんのみたいな。経済産業省でしょって。だからどっかのね、どうしようもない中小企業、いや、中小企業の悪口じゃないけどごめんなさい。どっかのそういうなんかワンマン企業とかだったらわかるんですけどね、社長がそういう人だったらどうしようもないっていう、ところがあるじゃないですか。でもこれはね、経済産業省がね、自ら、しかも裁判を戦って、しかも相手側もだから自分のね、言ってることは正しいみたいなことを言い出すっていう、本当意味のわからない事態だったので、日本の人権意識を非常によく表す裁判だったなと思います。はい。いや、本当にだからね、ごく当たり前というかね、そんなの当然だろみたいな、何考えてんだみたいな話をするためにわざわざ裁判を戦わなきゃいけなかったんですよね。さすがになんかこれは本当ありえないなと思いました。はい。ですね、裁判がどれだけね、心身にもね、すごく負担だったと思いますしね。はい。経産省側の論拠であった女子トイレ使用を嫌だと訴えていたという女性職員が実際には実在しなかったという、そう、それも本当びっくりしましたよね。意味がわからねえって、嘘言ってたんだっていう。すごいよね。だから自分たちが不当な差別をしてるっていうことが明らかだったから、バレバレだったから、さすがにそれは言えないっていうことで、経産省職員の中でですね、なんかそういう明確にヘイター的な意見を持ってる人がいるんだっていうような話を最初作り出していて、それもそれで大変な問題だと思うんですけど、それが事実だったらね、明確な意を唱えた者がいないこと、そして説明会から4年10ヶ月の間に経産省が再度の調査や処遇の見直しを検討していないことを、裁判で指摘されてるんですよ。非常に恥ずかしいですよね。組織としてもどうなってんだって思いましたね。はい。今、経産省ナフサ問題で大変揉めてるわけですけど、なんか当時からやっぱこういう組織だったんだなっていう。大丈夫なのかって、今でもね、女性働いてらっしゃるんでしたっけ？ちょっとその後私、知らなかったですが、23年に決着ついた当時は当然ですけども、ご勤務されてたと思います。でも今どうされてるんでしょうね。少なくとも日本人は目上の立場に忖度するのは優秀な人材だろうみたいな。いやだからカルビーにそういうこと言い出してますからね、今回はね。それは確かに経産省の主導っていうよりは高市政権のせいですけれども、
はい。まあ本当ね、忖度文化もやめるべきだと思います。はい。ということでですね、ですね、中盤来ていただいた方もありがとうございました。よければですね、ですね、安倍晋之助の家庭内暴力に関する署名を募っております。生姜さんが、作ってくださいました。あと、最高裁判事に同性婚にイエスの声を届けようという署名も募っております。皆さん署名してください。6月19日には国会正門前大講堂もございます。そして今月プライド月間ということで来週12日にですね、ディスコードメンバーの方とお話しするカラスマトークスペース特別編プライド月間に話したいこと伝えたいことをやろうかと思ってますんで、興味ある人はぜひともディスコード入ってみてください。はい。ということで本日もありがとうございました。両方証明しました。ありがとうございます。今日献血しに行ったらレインボー柄のマスクをつけたおじさんを見かけておっと覚えましたということで、それはなんか嬉しい気持ちになりますね。だから洗いグッズをね、気軽に身につけてみんな行きましょう。はい。トランスレーターの人がめちゃめちゃ脂質女性が他のトイレを使わざるを得ない状況なんですよみたいなことは、当時言いまくってましたよ。SNS で嘘ばっかり。で、あの人たち一切謝罪してないからね、謝罪も撤回もしてないですからね。まあ、そういう人たちだということですよ。はい。ということでですね。はい。まあ皆さん差別はやめましょう。当たり前ですが。はい。ということで、本日もありがとうございました。なんだかんだで3時間喋ってましたね。はい。まあ本当ね、高市政権でね、問題は尽きないのですが、はい。ですね、今後も、先ほど韓国のね、デモの話でも言いましたけれども、まあ、地道に抵抗していきましょう。まあ、なかなかね、私も、まあ、こんな感じの左翼なので、なんでしょうね、大多数派のリベラルの人と意見が合わないこともあるし、まあ、それは差別じゃないのかっていうふうに思うこともありますけれども、まあ、それはね、適宜お互いに指摘しつつですね、やっぱり、基本線で差別は容認しないっていうことと、ですね、連帯して、ファシズム勢力にね、ああやって、ファシズム勢力とか、ああいう右翼ポピュリズム勢力に立ち向かっていかなきゃならないっていうことは、ですね、今の、条件だと思いますので、ですね、まあそんな感じでお互い、切磋琢磨しながらやっていきましょうっていうと、月並みで申し訳ないですけど、今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということでですね、お疲れ様でした。戦争、紛争、差別、虐殺、強権的政治独裁反対ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。反戦、反差別、反独裁ということで、各種市民活動を頑張りましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。で、すいません、最後になっちゃったんですけど、明日ですね、土曜日というか今日になっちゃったけど、コズミックオイルシスターフットというですね、第7回、カラスマゲーミングをやりたいと思います。いよいよですね、最終回に近づいていると思われるけど、なかなか終盤いかないんだよな。はい。結構ね、長大な、実況になってるんですけど、音花風花さんと一緒にまたスカーレット・クローワルツでやっていきたいと思いますので、よかったら、チェックの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、皆様お疲れ様でございました。サムネ素敵ありがとうございます。風花さんが作ってくださってるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、よかったら、明日の9時からやりますので、皆さんお会いしましょう。ということで、適宜ね、また動画出したりとか、最近ちょっとすいません、面言配信してないんですけど、また面言配信の方とかもやっていきたいと思いますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。明日もよろしくお願いします。シスターフットということで、ありがとうございます。ということで、皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。